すごい。思ったよりも勇気。しんしんと降っている。生ハゲ。満作の花、乾杯。マネヨウジです。日本海荒れてる。風速が12メーターぐらい。トンネルが生ハゲます。前から来たら大変だね。乾杯。乾杯。秋田旅最後の車中泊場所。これぐらいでいい？これからね、出発前に買い物済まして冷蔵庫に入れる。もうね、キャンカーの旅あるわ。旅のね、初日最初に冷蔵庫パンパン。OK。じゃあ、うーちゃんもシートベルトしてください。いきますよ。はい。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。何ヶ月ぶりだ？大分以来。去年の10月以来。この全国制覇旅単独で行くのはなんと去年の4月以来と。おお、約1年ぶり。全然最近行けてなくて。で、今回ももともとね、予定はなかったんだよね。なかった。連休っていうのと、あとうーちゃんがね、卒業式とかの関係でね、月曜日休みとか、そういうのもあって、久々のね、全国制覇旅。やっぱ小学生なんてなかなか厳しいよね。で、今回、久々の全国制覇旅。これ何件目？もう覚えてないよ。もうね、覚えてないぐらい久々すぎる。で、どこに向かうかっていうと、久々の500キロ超えで、埋まってなかったところのピースが全部埋まります。東北最後のピースを埋めに行こうかなと。実はね、最後1軒だけ行ってなかった場所。そこがですね、秋田県。まあ、遠い。秋田は遠いよ。もうね、秋田って今まで1回だけ通過したことあるんだよ、実は。最初に青森行った時、カビゴン時代にね。それ以来はないのよ、1回も。いかんせんね、急に決めたんで、秋田もどこ行くとかはまだ決めてないです。とりあえず今秋田に向かってる。いつも通りね、Google マップにね、秋田のね、行きたい場所みたいなのなんとかね、もともとピックアップしてあるんで、それをね、近いところとか行きたいところ優先的に決めて、また旅していくというスタイルです。約1年ぶりの単独全国制覇旅、今から向かっていきたいと思います。今ね、栃木県から足利を今通り過ぎた。栃木に入りました。今日はして北関東道から群馬から栃木に横断して、ここからもうちょっと行って栃木からこの上に行くと茨城、福島、山形、宮城、岩手、秋田の山形もしかしたら入んないかもしれないけど、ちょっとね、過去も秋田までも行きたかった。なんかあんまり覚えてない。秋田に行ったら何食べよう。きりたんぽでしょ。お店でちょっと一回食べてみないとわかんない。だから昼間ぐらいのね、昼ぐらいはご飯食べに行って、で夜は車でみたいな、それぐらいが一番いいよ。ただ RV パークがね、なんかすごい少ないらしいから、ちょっと自炊するのも洗い物を極力減らさないときついかもしれない。そこだけ気をつけないと。トイレは日中はなるべく外でして、そう、この辺も気をつけながら。ちょっと長いから。4泊5日で間 RV パーク入れたら割ときつい。結構ギリだ。いつもよりは少し長い旅だから。ちょっと考えながらやらないと。この辺もね、キャンピングカー旅あるある。そんなこんなで栃木から次はまだまだ進みます。那須高原サービスエリアで休憩。ふーちゃん、それは何ですか？ふーちゃんが小さい頃食べてたやつだね。はい、蘇りました。ふーちゃんで言うとマヨネーズじゃなくてマネーヨーズです。子供の頃よ。今も子供だけど。子供だよ。そう、もっとちっちゃい頃よく食べて。これアイスなのかな？アイス。プリンなのに。外はめっちゃ寒い。開けたらちゃんとマヨネーズの欲しいし。
硬すぎて食べチューれない。チュー冷やあれ何溶かしながら食べてくんじゃない？じゃまだあいいやれかもね、うん食べれない。ママは1個560円のナスいちごプリンジャージー牛乳。ナス系多かったよね。チーズガーデンとかも。なんかここだけっぽそうだったよ。あ、そうなの。 1個560円ね。高っ。めっちゃ高級じゃん。そうだよ、パパなんか120円のアイスぐらいしか買ってないの。十分だよ。かわいそう。120円が数個あるじゃんパそうだよ。まあ、とりあえず走るかね。ちパ。なみに解凍してくださいとかも。今はこんな感じ。那須高原パーキングかサービスエリアかです。あとまだ364キロあるから、どこまで行けるかわかんないけど走ります。那須高原サービスエリアだね。うん。いまいちさ、パーキングとさサービスエリアの違いってわかんないよね。スタンドがあるとこはさ、パーキングでもあるとこあるじゃん。何が違うんだろうね。ぜひ違いを知ってる方はコメント欄で教えてください。で、今那須高原サービスエリアを出発して、で、この後はもうあとね5分ぐらい走ったら白川なんで、おそらく福島に入る。福島もなかなか来ないからね。こっち側来んのいつぶりだろう。那須まではね、グランド那須とかで行くけど、うん。その先っていうのは結構久々かも。行かないね。いつぶりだ？山形ぶりぐらいか？あ、2年前だっけ？うん。 WBC だよ。そうだ。2年ぐらい前。もう2年前か。早いね。それぐらい久々。うちら今走ってるのは秋田の右下に向かってるから。秋田入ってからも長いぞっていう感じで。まああとは今日どこまで行けるかだ。そこが一番重要だ。天気悪いのがちょっとな。あんまり天気が良さげじゃなさそうだから。雪だって午前中いっぱいだったかな明日。あ、そうなの。まあとりあえずね、もう間もなく福島。福島入りました。たった今福島に入りました。なかなかあれだね。福島まではまあまあなんとかそんなに変わらず運転できてるけど、こっからまだね350キロだからね。恐ろしいよね。福島から350キロ。まだ150キロしか走ってないのか。あ、そういうこと。恐ろしい。まあ幸いね、いつもよりか少し早い時間に出てたからまだあれだけど。今日はね家を8時ぐらいに出たから。そう本当はねもう2時間早く出れればねもう2時間走れるんだけど、さすがにね仕事がまず終わってなかったから、この先あれらしいよ。西会津から冬用タイヤ着用って書いてあった。意外と外寒いよ。寒い。だって3度以下でしょ今。うん。車の中あったかいからね分かんなくなっちゃうけど、次は山形入んだっけ？入んねえか。まあ次の県で。まあ次の県おそらく宮城。ほれ。風がやばい。なんか急に朝霞で天気が荒れてきました。雪も降ってるし、なんせ風がやばい。雪と風。でも天気予報を見る限りだと雪マークついてなくて晴れマークだったね。でもなんか急に降ってきてる。ね。急に降って急に風が吹いてきた。そう、まあ、粒はそんなに大きくはないけど風がね、これね動画で伝わるかわかんないけど音もすごいし、めっちゃハンドル持ってかれるぐらいの風。でもねさっきまでねここ今ねアップルウォッチで風速が見れるんだけど風速2メーターなんだよね。だから多分さっきまでそんぐらいだったのよ。ただ今吹いてる風は絶対2メーター以上ある。なんだろうね。7、8ぐらいあると思う。10まではないかもしれないけど雪降ってんな。急に荒れた。郡山南。おうおなんかね気づいたらもう宮城だった。う。知らない間に宮城県。動画をね撮ってない時はね何かしら曲が流れてるんですよ。曲を流してる間に気づいたらあみたいな。村田インターチェンジでその後菅生ですね。菅生パーキング、そっから、今度仙台の方ですねに入っていく。だからこのちょっと先で山形分岐で米沢じゃなくて山形市の方に向かう分岐だ。
やっぱ山形県には入らないんだね。宮城県で山形分岐みたいなのがあるんだね。でね、これね、ちょっと気づいたんだけど、もう今ね、320キロ走ってて、燃料がね、今ね、半分ちょっとなの。よくよく考えてみたらさ、500キロ走ってるってことは多分一回どっかで入れなきゃいけないんだよね。多分ノンストップではいけないから、だからどっかで給油しないと。この先のスゴで入れるか、でも何個かあるか。3つ4つあるから、まだいいか。せっかくね、この調子で走れてるから。休憩入るタイミングでできればね、スタンド行きたいから。なんか割と降ってきたような。また雪強くなってきた。なんかところどころね、雪強くなるよ。ただ積もりはしないんだよね。まだね、粒が小さいからじゃない？多分。この分岐をまっすぐ行くと宮城仙台方面。で、左に行くと山形とかね、酒田市ですね。そんなこんなでまだまだ頑張って走りますよ。次は岩手か。岩手県を目指して。間もなく、長者原サービスエリア。本当に長者原って思う。多分まだ宮城だよね。宮城。仙台は越えてるんだけど、まだ宮城ですね。ほんでね、走行距離も今395キロ。ほぼ400キロ。だから、一旦給油して、ほんでもう一回走るかな。長い。お尻が痛いよ。とりあえずパーキングに入って、トイレ行ってからのガソスタかな。トイレ休憩。寒そうだな、外。2度とかで。すごいね、ガソリン料金。軽油でリッター180円だよ。高い。恐ろしい。51リッターで9100円だよ。180円とか。廃浴とか200円ぐらいいっちゃうのかな。すごいね。397キロ走って51リッターだからね。決して燃費は良くない。やっぱあれだね。スタッドレスの方が若干燃費悪いね。よし。じゃあ行きます。こっから秋田までは、一応ね、これ秋田の道の駅かなんか指してんだけど、それが143キロ。そこまで行かなくても、もうパーキングでいいでしょ、秋田入ってから。だとしたらあと多分120キロとかかな。110キロとか。とりあえずね、もう少し走っていきます。なんかすごい雪降り始めて。ナビのそのしましま模様ね。あれだ、雪規制だ。すげえ雪降り始めたよ。冬タイヤ着用のやつでしょ。なんかすごいね、急に雪降り始めたら。すごい雪、もう周りがでも積もり始めた。こんな急に雪になるね。3月20日だよね。これでも粒が大きくなると積もりそうだね。もう横積もってるよ。このまま降れば多分積もるんだろうな。ね。高速の通行止めってどのレベルで積もったら通行止めなんだろう。もう両サイド結構積もり始めたけど。前沢サービスエリアからあれだ、冬タイヤ着用規制。もうここもなんか冬タイヤ着用規制ゾーンっぽいけどね。まだ一応ゾーン前だ。ハイビームにしたけど、なんかハイビームにしたら余計見づらい。白いからね。東北道ね、今走ってるけど、岩手に入る前、ちょっと前だね、雪がね結構すごかった。こっちは少し落ち着いてきたね。なんかね。またでもね、この先がね冬タイヤ規制をしているゾーンになるから、多分そっちの方がもっと降ってんじゃないかなっていう予想。降ってないことを祈るけど、とりあえずこのまんま今ね一関にも入るから、無事ね岩手県に到着。最後のね秋田県前の最後の県岩手県に到着したんで、このまんまね、岩手ちょっと登って、で秋田の方に曲がる高速に乗って、で今日は高速パーキング車中泊でいいかな。とりあえずね高速 PA 車中泊ということで、とりあえずは、秋田まで行ければ、秋田に迎えるようにまだまだ走りますよ。まだでもあと100キロだからね。だいぶ数値的には楽になってきてる。秋田県入れればね。そう、秋田入っちゃえばとりあえずいいかなと思ってる。そこまでは頑張る。もうパパが限界を迎えたので、
そうもうねちょっと前沢サービスエリアで寝ます。ここから横手、秋田の横手までが1時間ぐらいなんだよね。だからまあ1時間だったら朝走ればいいかと思って。うん。パパがね、ちょっと仮眠取ったけどもう無理そうだから。うん。もう仕事終わりでね、3時まで走ったからね。さあじゃあもう寝ちゃおうぜ。寝よ歯磨いて。う。うん。よし。じゃあもうね今日この前沢サービスエリアで寝ます。じゃあママたちは下で寝ます。じゃあおやすみなさい。寒い。むーちゃん半袖半ズボンだからだろう。暑いの？外が明るいけれども見えるかな。若干雪がパラパラしてる。でも昨日よりか全然だね。昨日の夜すごかった。いや狭すぎて体痛いここ。やっぱもううーちゃんでかくなったから辛い。今日はねバンクがね荷物置きとかしてるからね。一緒に寝るともううーちゃんも大きくなったってことだよね。辛いです。パパは帰ってきて一人ベッドで。よし、じゃあ準備して秋田に向かいます。今日はねもう時間がないからささっとご飯はパン買ってきたパン、うーちゃんいつものチョコチップねで食べて、もうちょっとすぐ移動しないとまだまだ結構距離あるから出発します。よいしょ出発。ここもスタンドがあったね、毎回止まったよねここと思う。多分青森行く時かな他に。あ、それか岩手旅かな。岩手じゃない？両方来たのか割と最近行ったような気がする。な。岩手旅でももう2年以上前だけどね。なんかでも似たようなパーキングもう一個あるよね。ある。まあそんな感じで一旦スタートして。雪はでもずっと降ってんだよ。そう今ねナビ見ても分かるんだけど夜はところどころだったんだけどもう全部冬用タイヤ規制になっちゃってる。今日はこの後は一旦秋田に入る。で秋田ふるさと村っていうね多分横手にある、一番こう秋田のね、玄関口みたいなところにねある、施設かな。でなんかそこにはね結構子供の遊べるものもあるし、秋田の、伝承されているものとかも、飾ってあるってことだから、秋田のことよく分かってないから、そこでパーッと見てでその後その辺近くちょっとうろうろしようかな、今日はまず秋田に入るがメインで、明日明後日でちょっと動いて、日曜日はちょっとまだ見ていいかな。とりあえず今日はねみぞれっぽい。はい。ここは初めて走ってる秋田道。ついに秋田とは横手という文字が見えてきた。これどっから秋田なんだろうね。まだなのかな。確かに毎回思うんだよね、この今走ってるところが果たして何県なのかっていう。なんか雪が強くなってきたの。昼間はねまだねこうやって道が見えるからいいけど、夜ねこの状態になっちゃうと意外とね光がねライトが反射してすげえ見づらかった。おお、なんか曇ってきたね。なんか雪してっぽくなってきた車内が。多分寒暖差がすごいんだと思う外で。いやーすごいね。とりあえずねこれからもうちょっと走っていきましょう。なんかだんだん粒が大きくなってきたかも。量が増えたね。量も増えたかも。でも真っ白。粒が小さいけどこっちの方がなんか雪してる。飛んでるばっかりだ。やっぱ山の方だから雪がすごいのかな。3月だよ今。すごいね。なかなか見ない。溶けてないんだねこっち。もっとすごいんだろうけどね。やっぱこの辺は山あいなのかな。秋田県に入りました。今秋田です。ついに秋田県到着。もうね見ての通り景色がね2月。わかんない、ここだったら全然違うのかも。
どうなってんだろう。うちらの中からしたらね、真っ白、眩しくなってきたもん。雪の壁だよ。でこっから横手までがあと10分で、秋田ふるさと村までが、16.3 キロで、まあ降りてちょっと走るぐらいかな、まあまあもうすぐ到着かなって。街中とかどうなってんだろうね。これ山間部だけなのかな、こうなってるの、ね、まさかこんなに雪があるとは思わなかった。久々の下道に行きます。ようやく高速降りる。なんか山間部だけが雪あんのかなと思ったけど、普通にこの横手インターのところも雪が普通にあるわね。でもさっきに比べたら雪やんじゃったしな。まああの通り山内パーキングの手前ぐらいまでがすごかったね。湯だ。てかさ、これ出口まで遠いね。インターのほら料金所まで、なんか遠くない？遠いのかな。さあいくらでしょう。やだな、夜間料金だったとは思うけどとんでもない金額っぽいな。高速代が意外と高いからな。高いよ。7600円ほど。でも7600円か、そんなでもなかったな。だってさ、横浜まで帰るとき4000円ぐらいかかるからね、片道。それに比べたら2時間ぐらいしか走ってない、で、秋田ふるさと村っていうのがもうここを降りてなんかすごいどんよりしてる天気だね。ね、これを左に曲がってすぐ到着だね。なんか割とね、マップで見たら大きい施設だったよ。あれそやろ。でもあれっぽいよ。秋田ふるさと村って書いてある。でけえな。これはどっから入れるんだろう。なんかでかすぎてよくわかん近ない。代美術館、あ、美術、あ、いろんなのがここに。メインゲートそのままメインゲートまっすぐじゃん。なんかいろいろ入ってんだね、ここ。見る、食べる、遊ぶ。あ、でも食べるはね、ちょっと違うとこ来てる。よいしょ。食べるって言って何があるんだろう。わかんない。でこの先が秋田ふるさと村なんだけど、あれ駐車、ちょっとめっちゃいない？すごいね。めっちゃ人いるやん。てか車いるやん。こんなような感じなの。なんかちょっと想像よりも車多いんだけど。まあ到着はしたんだけど、めっちゃ車いっぱい。想像してたよりも車が多くて。でもみんな東北ナンバーだ。秋田県民も来る場所なんだね、逆に言えば。秋田県ナンバー多いな。ってことでしょ。いや、こういうところってほら地方の人が多かったりするじゃんね。よし、まあとりあえず到着。よし、じゃあ行きましょう。多分あっち側どっか、あそこから入れるんじゃないの？なんか入り口っぽいのあるよ。よし、多分ここが入り口かな。なんだろうここ。なんだろう秋田県ノブね。こっちが料理館。あ、きりたん。本当だ。ほんでこっちが、こっちがなんかいろいろあるんだ。今がここか。ワンダーキャッスル。ドラムやってる。あ、これ生ハゲでしょ、生ハゲ。多分こっから先たくさん見るであろう生ハゲで。あ、日本酒の飲み比べみたいな。日本酒とか売ってんじゃん。ね、あ、いっぱい売ってるね。日本酒いっぱい売ってる。なんか買っていこうかな。まあ一回ちょっとぐるっと回ってみてる。横手焼きそば。こっちはなんだ。工芸展示館。これは多分常時飾ってあるやつなのね。工芸展示。民芸品だね。土なんだ。あ、土でできてんの？多分土っていうかほら陶芸的な。よく崩れないね。粘土細工。昔って面白いね。なんか前だけあった髪の毛あって、後ろ髪の毛ないみたい。こけしの由来。ふるさとの心を映し出す。ちびまる子ちゃんにそんな顔してるみんな。まあ確かに。これも伝統工芸品で。これね。持ってきてたかも。あ、そうなんだ。
すごいちなみね。にこの佐藤陽介のやつが稲庭っていうのうどん。そうかも。なんかね、すごい木箱に入ったチャンネルですね。襲名制らしい。でこれがうどんの作り方なんだって。一番右、そう右から左にどんどんいく。あ、こうだった。潰すんだね。で最後に伸ばす。そう。で、あの上の部分がさっきの特用だよ。うんうん。佐藤家伝統の作り方。うん。まあ基本はでも一緒なのかな。樽とかだ。結構広いね。本当だね。ういちゃん一人入れそう。特大だって。木材がやっぱすごいんだ。すごいね一枚。タンス系だ。昭和なお家にありそうなやつ。桐ダンスだ、桐ダンス。ただすごい綺麗だけどね。ね、高いんだよ桐のタンス。こんな家住んだらすごいそうだな。まずこれが置ける家だからね。内閣総理大臣賞だって。建具。和室もいいな。こういうのさ、あ、こういうの置おしゃれいてみたい。だね。こういうの。ほら、いろりみたいな。これがいいんだけど。すごいよね。純銀製のかんざしで。すごいね、この銀。陶器だね。すごいね、この陶器も。おしゃれ。確かにこういうのも工芸品だよね。染めてんの。湯いて。うなぎはこういう色のやつでしょ。確かにうなぎも入ってそう。弁当。お花見の時この中の何に弁当が入ってんだろう。お花見っていうのもなかなか。これそば重だ。そばが入ってんのかな。これも弁当箱や。スタッキングしてるね。そうだよ。こういうお弁当箱可愛いよね。うん。これ何？樺細工。木だよね。木の皮。夏目。そう、将棋の駒。お風呂の用品だね。椅子やで、風呂場で使う。うん。これよくあれだ、お墓参りにあるやつだ。ね。すごいね。何入れるんだろう。味噌とかそういう系。お酒。これ酒？祝いのあれじゃないの。どっか行ったじゃん。よくお相撲さんがパターンってやるやつ。あれとかじゃん。それ？あ、違う。お酒のすごい大きい樽。あれもっと割れやすいやつだよ。あれは山形で見たね。お酒じゃなくない？ぜひだってこの線が何なの？ぜひわかる方はコメント欄で教えてください。こんな感じで隣の塔までつながってるみたい。近代美術館。ね。じゃあちょっと中入ってきます。すごいね。ただいま無料らしい。展示物のものによるけど、その一部のものだけ撮影禁止だけど、あとは大丈夫みたい。撮影禁止はなんかね書いてあるってことなんで、そこだけは撮影できませんが。5階6階か。わあ。持っていいの？うん。どんな感じ？真下が見える。真下。おお。すごいね。こんな感じでつながってるんだね。ね。あれがさっきの渡り廊下みたいなところだ。にしても雪すげえな。あ、そうだね。こういう感じで書かれてるんだね。ちょっとここはでも撮影せずに入ります。ふーちゃんこういうの見たかったでしょ。うん。ちょっとね中はね撮影禁止の絵画も何枚かあったんで全体的には撮ってないんですけど、ういちゃんも楽しめたようでよかったです。
ちなみにここの今の展示してあった絵とか道具とかみんな秋田県でしょ。秋田県で見つかった道具とか。うわ、一気に寒い。しんしんと降っている。わあ、すごいね。さっきよりか雪が大きくなってる。あのお城。秋田県近代美術館。残り土半分。偶があったよ、土偶が。なかなか道具とかも見ないよね。ね、面白かった？意外と土器とか好きかもしんない。うーちゃんの社会科見学でした。美術館とか結構行きたいけどね。うん。まあ今ならもう行けんじゃない？うーちゃんも大きいし。ね。見てるけど日本酒だけ買っていこうかなって。せっかくだから。何しよこれだって地酒でしょ。う。うん。地酒。両方とも地酒でしょ。ちょっとこれだと横手でしょ。そっか。あー、悩むな。どっちが美味しいかな。パッケージはこっちの方が好きなんだけどね。じゃあこっちにすればいいじゃなんてやつだ。ん。満作の花。純米大吟醸。じゃあこれを買います。とりあえずこんな感じで購入していく。じゃあ行こイエス。う。これ東北？岩手、青森、北東北のみだ。北東北。うん。のパッケージコーラ。よし。動画撮ってるよ。ということでね、これからですね、お昼ご飯に向かっていきます。なんかね、回転寿司で有名なところがあるみたいなのでね、そこに行ってみようかなと思います。お寿司、お寿司、お寿司、お寿司。上がどんより雲がなくなった。ね、さっきまでの雪一体どこ行ったって感じだよ。すごいな。秋田ふるさと村を出発です。結構館内広かったよね。そうね。なんか思ったよりが広いし、なんかね、いろいろあって、一番はあれだよね、伝統工芸品がいっぱいあったよね。うん。で近代美術館も今日はタダだったよね。ただだった。多分そうで、ご飯屋さんもね、それこそうどんの佐藤陽介だっけ、うん。とかも入ってたけど、今回ね、僕らはこの近くにある、寿司誠、そんな感じの名前のところの、お寿司屋さんでも回転寿司なんだよね。秋田と新潟にあるみたいな、2店舗しかないみたいの回転寿司で、じゃあきりたんぽ鍋とか明日食べればいいのか。うん。そうで、それがすごいね、美味しそうだった。で、口コミも良かったから行こうかなって。なんて言ったってね、ここからね682メーターだからね。だからね、今ね1時なんだよね。昼時なのよ。ちょっと混んでる可能性あり。これ山田電機すげえ赤くね。青入ってたっけ？入ってるでしょ。山田電機カラーってさ、必ず青が入ってる。あれか。コーンみたいな。そんでこれを左、あれか、あれ今のところで入るだな。これか。ドコモショップの隣か。そう。今のところでも行けたね。目の前はイオンがある。あ、でもさ、これぐらいの車率だったらなんか行けそうな気がするよ。いや、いけるだろ。これぐらいなら。ってこれね。言ってなんかすんごい混んでるでしょ。寿司誠。いや、意外と全員寿司誠だったとすごい。そうするとね、なかなか入れない。よし、とりあえずね、寿司誠着いたんで行ってきます。どう？混んでる？見えあ、行けるっしょ。何にも見えない。やっぱり混んでた。何組待ちだった？まあじゃあすぐかな。これでしょ。何にしよっかな。いろいろある。地獄巻きと天国巻きっての。美味しそうだ。渡しちゃうよ。おいしい。めんどくさいな、こうやってやる。
これが昆布締め。ふーちゃんだし巻きた。いや、辛さはマジで全然ない。まあなんかちょっとだけこうわさびのツンとあるけど、でも全然。わさび結構鼻にツンってくる。いやでも全然食べれる。よいしょ、ご飯もね食べたんで。寿司誠でね。そう。美味しかったよ。そんなに混んでもなかったけど。でもまあちょっと余ったね。3、4組待ちぐらい。この周りに買い物できるとこあるからイオンと。そうね。先にちょっと買い物だけ行っちゃおうかなっていう。今真後ろがねイオンなんだよね。ということで後ほどだね。ワープだね、ワープ。ワープ。じゃあちょっと買い物行ってきます。さて、買い物も終わりの。この辺で温泉入ろうとしたらあんまりないのと1個あったんだよ。1個あったんだけど、なんとね今日まで入れないらしい。だからまあ無理にねこの辺で入るよりかは、いっそのことちょっと進んじゃって、進んだ先に道の駅で温泉とくっついてるところがあって、穴がすごいんだよ。そうそう、温泉とくっついてるところがあったから、そこに行こうかなって。今日はね大したご飯はなく、そう家から賞味期限近くて持ってきたお肉と。そうまあしょうがないよね。そういうのも消費しないと、いくら旅だからって言ってらんないからもったいないから。まあ、今日はライトな感じだから。で本当はねもう1軒ぐらい行きたかったんだけどね、ちょっとね天気がね今日ね雪ではなくこの後も雨なんで、そこが外だったのと、まあちょっとね正直ね場所的にね雪が積もってる可能性があって、なんかね入れない可能性もあったから、ちょっとやめようかなって。とりあえずそこは行けなくなったから、一旦この後、横手インターでもう一回乗って、そんで今夜はね男鹿半島のね近くまで行こうかなと思っております。高速に乗って、まあ大体1時間ぐらいかな走って、まあ、男鹿半島手前ぐらいまで行って、今日はね車中泊しようかなと思ってます。でも男鹿半島に行くからあれだね、日本海側なんだね。秋田の日本海が見れる。景色綺麗や。はい、今ねパーキングで5分だけ10分だけって言いながら寝てました。共和の近くですね。共和インターチェンジ。おお、すごいね。どこも真っ白だね。すごいね、真っ白だね。でここからあとまだね50キロぐらいあるんだね。で今ね、高速を降りたけれども、なんかさ急にあれだね、雪なくなったね。ないね。なんかさ、まあずっと高速乗ってたからあれだけどさ、こうなんか町から町へ移動する感じはさ北海道に行けるよね。かな。北海道もさ結構さ町から町の間なんもないじゃん。なんかひたすらさ同じ道を走ってるみたいなさ、まあ高速じゃなくて下道だけどさ、なんかの町に入ったんだなみたいな、あの感じいいよね。あれがなんかねすごくねロードトリップしてる感じがする。すごいでしょ。めっちゃ風の風力発電のやつ立ってる。すごいでしょ。これだ、広い。なんか広いね、すごい広いね。すごいでしょ。この信号を右方向です。あれだ、天皇。道の駅天皇って名前もすごいね。すごいでしょ。すごいね、食べるところとかもあるんだね。展望タワーだ。あれか、展望タワー。温泉だよね。これが温泉でしょ。温泉。じゃあこれから温泉。タッチの差だったわ。ほんで温泉、お風呂ね、これから行きたいと思います。今日はこれなの。
あっちであったんだけどこっちで買えばよかったアイスの方がさあ、あとはねご飯を食べるだけ。今日は大したもんない。ちょっとずつ始めていきます。洗い物があんまりできなさそうなのでサランラップを使って、これ汁捨てなきゃいけない。それかママが飲み干すわね。信じられない。美味しいのかなこれ。ちょっと気になって買ってみた。どうだ。あ、意外とね味あっさりしてる。それ何？おたまとん聞いてみて。これが普通です。ということで、ふーちゃんのおたまとん教室でした。待って待って。簡単に。簡単サラダ。生ハムちょっと上に乗せて。ふーちゃん生ハム嫌いだから生ハムすぐなくなりそう。まだあげないよ。後でいっぱい食べるの知ってんだから。まだあげないよ。ダメよ。ご飯の時ね。生ハムね。はい、今日のサラダね。サラダ使わない。寿司だったからな。ユニコーンの角はどれですか？あ、うーちゃんこれがあったよ。あ、そうだよ、うーちゃん。どうする？で今日ご飯ね、牛ネギ塩からハム、ちょい竹の。ふるさと村で買ったやつ、うん。あとこれはイオン、秋田のイオンで買ったやつ。あとうーちゃんそれ何ですか？ブドウジュース。それどこのブドウジュース？横手のブドウジュースかな。いぶりがっことチーズのオイル漬けっていうのも買ってきたから。いぶりがっこがすごく有名なのかな。なんかいろんなところに買ったよね。ね。よし、みんなではい。じゃあ乾乾杯。杯。久々の全国制覇旅。秋田編。初秋田。同じだね。いただきます。うま。美味しい？パパたちは全国のお酒を、うーちゃんは全国のジュースをなんでです担当です。嫌です。ジュース苦手です。あ、そうなんだよね。うーちゃんジュース苦手なんだよね。うん。飲めるジュースが少ないんだよね。あ、なんか思ったのとちょっと違うかも。ちょっと癖が。いぶりがっこ独特の。うん。あ、でも美味しいこれ。逆にこれがさっぱりしてるからちょうどいいかもね。そうなんだよ。さっぱりしてるタケノコといぶりがっこ。そしてサラダと。あ、つかめない。美味しくない？はい。じゃあ今日のコメントテーマ発表します。はい。本日のコメントテーマは、今私たちがいるこの秋田県ですが、秋田県と聞いて一番最初に浮かぶものは何ですか？何ですか？うーちゃんは生ハゲ。生ハゲ。ママもでも生ハゲかでもさ、リアル生ハゲ見たことないよね。な。ない。一回もね、パパたちもないよ。ない。生ハゲ悪い子は意味がーっつってくるんですよ。それだけ聞くの。それだけ知ってるの？そうだね。見るって言ったら秋田小町。まあ秋田小町もでもまあ出てくるって出てくるよね。でもまあまあ生ハゲかな。パけど。パはちょっとゆるキャンを見ちゃってるからきりたんぽだよね。秋田といえばきりたんぽ鍋。きりたんぽ鍋はあるのかなとか食べれる。あるでしょ。とりあえず本場を一回お店で食べてみたい。うん。そっからだな。はい。ということで、今回はですね、秋田県で、さあ皆さんが秋田県って聞いて一番最初に思いつくものをぜひですねコメント欄に教えてください。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、まあ秋田在住とか、まあ秋田によく来る人に関しては、秋田思いつくもの多分いっぱいあるだろうから、なんか秋田の思い出とかも教えてもらってほしい。そうだね。面白いよね。あと秋
田の観光地。そうぜひですねこの秋田県在住してる方だとかよく秋田に行かれる方ね詳しい方そちらのね、コメントもお待ちしてますのでよろしくお願いします。よろしくお願いしよろします。くお願いします。はいということでね今日ね購入した日本酒そろそろ飲んでみようかなと。今日購入したのは秋田の横手のお酒だよね。じゃんじゃじゃん。そうこれねすごいおしゃれなの。純米大吟醸で、満作の花山田錦。もうねこのボトルがいいなっていう瓶がねおしゃれ。横手市だねやっぱり横手市のお酒ですね。じゃあ早速いただきたいと思います。そろそろお腹いっぱいならお腹いっぱいでごちそうさまして。はい、じゃあ秋田の満作の花に乾杯。乾杯。いただきます。うん、美味しい。すごい飲みやすい。うんめちゃくちゃ飲みやすい。そうだね滑らか。美味しい。あうまいこれ満作の花。飲みやすいめっちゃ。うんこれもったいないから明日も飲もう。うん。ちびちびの。じゃあもう少しねゆっくりご飯を食べたいと思います。だよ。プリンです。いいんだよ。だってこれはマヨネーズじゃなくてプリンだからだよ。マネーズね。マヨネーズ。昨日は解凍できなかったからね。もう大丈夫。出るもう。解凍されます。どう？さあ行ってみよう。さあマネーズです。どう？冷たい。でもちゃんと星型に出てくるでしょ。それで出てくるの？なんかチューペットみたいだね。うーちゃんマネーズでした。サッカー日本代表ワールドカップ出場決定だよ。それじゃね8大会連続。これねパパ最初のワールドカップ決めた時の試合見てたわ。誰いたっけ？中田英寿。でもその前はねドーハの悲劇だからねロスタイムでね追いつかれてね日本はワールドカップに行けなくなっちゃった。いかに踏ん張れるかだよね。あれもの終わり。これね今日買ったアイスねババヘラアイス。ババヘラアイス。色がすごいよね。みーちゃんも食べる？何そババヘラアイス。さっき買ったアイスじゃあうちゃん冷蔵庫。パパは全部食べて冷蔵庫。どうかと思う。いただきます。氷菓子。アイスクリームっていうよりかはかき氷。うん。かき氷っていうかなんか氷菓子だね。バラの花が咲いたように盛り付けるバラ盛りを一つ一つ手作りしたカップアイスですだって。えそうなの？おばちゃんババの職人技まで楽しんでいただけますだって。すごい。えてか雨強いな。急急にに雨。降り出した。ライトアップされてる。こんな感じで外は雨。今日はランタンパーティーです。あなんかすごいね。パパはちなみに雨音を聞きながら車で寝るのが結構好き。あんまりうるさいと寝れなくない？全然平気。ママも雨降ってるなって思って寝るけどさ。ちなみに今ランタンのみ。なんかもう眠いね。さ昨日4時だよ寝たの。昨日4時に寝て8時過ぎに起きて。パパはずっと運転やで。かわいそう。ママもずっと横で起きてたけど。ゴロゴロしよこれからが夜だもんね。足のマッサージしてって言われたら疲れたねって言いながらここを。痛い痛い。足でもほらすっきりしたはずだよ。全然してない。ただ痛かっただけ。これママに買わされたやつ。ママ自分で買うって言ったけどパパが買ってあげるって言うからまあしょうだってがない。自分で買うって一緒じゃん結ちょ局。っとママちょうだい。出どこは一緒やで。こうやってお頭。なんかこのなんだっけこめかみとか頭グリグリやってでもこれやったらだいぶねこりが軽減されてる今。変わるんだ結。構顔が痛いんだよ。頭と顔が辛い。ちなみに案件ではございません。ちゃんと自腹で購入しております。美顔ローラーでした。あ、ちなみにこれ。よいしょ。もちもちなよいしょ。
こうやって見るとバンク広いよね。なんかね、この奥行き、バンクのこの奥行きって今のボーン、このボーンの方が広いらしいよ、現行より。短くなっちゃった、手新しいやつを。そうだからこの奥行き感っていうのはうちの方のボーンの方が広いんだって。そうなの。布団入れちゃうとね、その分かさますから。まあパパはでも雨の音好きだから。ここもろだからね。いいじゃん、ママ雨の音。音。なんなの。知らないでしょ、バンクベッド。行くよママ。かわいそうほんと。ジョージは？もう奥だよ、とっくに。もう投げたよ。かわいそう。ジョージ寝てる。登っていいな、登れる。いいよ、どうぞ。あ、いいのね。ジョージがもう場所取ってっから。すごい怖い。じゃあうーちゃんはおやすみ。すごい。うーちゃんバイバイおやすみは。バイバイおやすみ。新しいのそれ？偽物だね。指輪こはい、寝ますよ。はい。バイバイおやすみ。じゃあおやすみなさい。はい。めっちゃ雨降ってる。はい、おはようございます。今日もね、朝は雨、風雨。夜中強くなったり弱くなったりって感じで朝まで降り続けてる。はい、うーちゃんおはようございますしましょう。2階から降りてこないうーちゃん。うーちゃん早く起きないと生ハゲ来るかもよ。でもこれさ、マックスでもそんな入んないんちゃうこれ。そもそも論で。こんなもん入れすぎかな。沸いてる間に今日のパンの紹介です。パパは何でもいいって言うからサラダパン。サラダパンってでもそう、あんま食べたことないかも。言ってたから買ってみて。どこのやつなんだろうーちゃんはここでゴロンゴロン。う。ういちゃんはフレンチトースト。はい、お湯沸けますよ。まだですよ。これは何の音でしょうか。マックのポテトが上がる音です。今コメント欄で「え」って書かれてるけど、そんな音だったっけ。もう分けるよ。ママのは蜂蜜紅茶。昨日買ったスーパーでね、見てこの大容量のシャインマスカット。大粒でこの量で800円だよ。実だけしかないから、また、さあ、うまいのかね。いただきま何？いただきます。サラダパンってさ、東北のあれなの？どこのやつ？す。甘い？白の、すごいボリューミーこれ。今日は音に悩まされてます。美味しい。大きいし、うまいの。サラダパン。ほぼパパ残念。滋賀県長浜市にあるサラダパン。ちなみに秋田にもサラダパンってあるの。滋賀県のサラダパンは千切りたくあんとマヨネーズを挟んだのがサラダパン。秋田市にあるサラダパンはスパゲッティとマヨネーズを挟んだのがサラダパンなの。ああ、美味しそうだっちのママがこれ秋田だよ、東北だよって言いながら持ってきた。まあ似たようなもんでしょ。出発進行。はい、ということでね、今出発です。で、今日はこの後男鹿半島の生ハゲ館にとりあえず行く。でこっからでもね26キロ、40分弱ぐらいで到着予定です。行きたいところはたくさんある。ただやっぱ全部は回れないから選んでいかないといけない。生ハゲが一重で気づいた神社に行くのか、あとはね、なんかね市場もあるらしい。あとほら14分間だから13分間で一周回る展望台、それも入ってみたいな。
があるから、まあ、全部は当然いけないから要所要所に選んでいかないとね。生ハゲ館の後は、まあ、時間とモチベーションを考えてどこに行くかっていうのを決めようかな。すごい風だよ。風がすごい。音がすごい。この海日本海。日本海だと風速9メーターだって。海見える。秋田に来て初めての海。荒れる日本海。あ、生ハゲ。トンネルが生ハゲ。わあ、すごい。生ハゲトンネル。あ、口の中が。なんか海のトンネル。荒れてるすごいね、荒れてる。日本海荒れてる。天気あんま良くないから。ほら、ここまで波来るでしょ。こんなとこで道の駅よ。がゴジラ岩ってなんかあったな。で、ここから一回あれだね、内陸に入ってくる。また内陸側に入ってくるらしい。うん、内側にね。なんか田舎道って感じ。この辺なんか急に雪が出てきた。で、この男鹿半島ってここから一応生ハゲ文化が始まったのかな、まあ、始まったっていうか本場って言われてるらしい。だからところどころさ生ハゲのあれがあるよね。トンネルもそうだけど、その前にもね、動画は撮ってなかったんだけど生ハゲのね像みたいなの立ってたよね。で、男鹿半島まで来る前までは街中を走ってる感じだったけど、この男鹿半島入ってからは結構こういう道だよね。自然の形がそのまま残ってるというか、こっちは全然また違うんだなって。またちょっと全然違う景色。およそ2キロ先、ここにもあった生ハゲ直売所。生ハゲだな。橋も生ハゲだな。およそ200メートル先、左方向。あ、これだ。こう曲がるんだね。生ハゲか。生ハゲ直売所。左方向です。この辺は結構雪あるんだよな。なんか結構差があるね。狭いよ確かにね、道が。ここから生ハゲ文化がどうして生まれたかっていうのが気になるよね。最後は結構な勾配です。で、もうこの先だね。もうあと600メーターぐらい。お、なんかあれだね、くぐるんだね。鳥居だ。鳥居をくぐるんだ、ここ。神社。不思議だね。さあもう着きますよ。ここ駐車場第3。第3ね。付近です。ここ神社があるんだ。この後の天気は雨のち曇りコース。第2がここ。安心です。でも第2止めてるね。第2がこんだけ埋まってるってことは多分第1はもう埋まってると思われる。さあ行こう。ゆうちゃんはスノーブーツ。もうでもさ、この男鹿半島には生ハゲがいるからどこでも出てくるんじゃない？大丈夫？ゆうちゃん、悪い子だと生ハゲに連れてかれちゃうよ。生ハゲにくる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 って遊んでもらう。さっきのジオパークまた別かな。ね。でもジオパークって書いてなかった？さっきのところにでっかい生ハゲいたやつ。男鹿新山伝承館。なんか不思議。ね。生ハゲ。生ハゲ館到着。ね、別なんだね。あそこすごいね、なんかね。なんか生ハゲのなんだろう、公演時間がちょうど10時半で、今10時27分だからギリギリ間に合いますよってことで行ってきます。もうすごい綺麗だね、ここ。じゃあちょっと急ぎ足で行きます。1時間ごとなんだね。そういうこと？ギリギリだ。次が11時半って言ってた。急げ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 。じゃあ4番にします。こんにちは。すごい。とりあえずね、生ハゲ出てくるね。生ハゲという言葉の意味ですが、男鹿地方にナモミという言葉がございます。いろりの火に当たっていると手や足に斑点がつきます。これをナモミと言います。ナモミは休んでばかりいる怠け者さんによくつきますので、
そのなもみを吐いて懲らしめるなもみを吐くがなまってなまはげになったと言われております。撮る場合ね、ライト消していただきますようよろしくお願いいたします。あ、先立さん上がってください。今生ハゲさんどこまで来てたんですか？今隣の島に来てたのも。すごい。怖い。払ってもらったおかげで半分も畑も大豊作だったね。生ハゲさんも雪の中歩いてきたら喉乾だったね。喉乾きしたってやってください。偉いね。やつは勉強するって言うとこのタイトルだぞ。勉強って言うとこどうだかどうしたいったかな。どうしたいったか。もらっとこう。わら。うーちゃんどうだった？なんかびっくりした。生ハゲのわら落ちたやつ、まあ持っとくといいみたいです。長いのはなんか飾ってる、短いのはお財布に入れとくとって言ってたよ。はい、うーちゃんどうでしたか？うーちゃんは終始ビビってました。なんかトントンされてました。そうだね、頭トントンされてたの。役を落とすみたいなものもあるってことだよね。そう要はね、どんどん言ってるのはそういう役とかまなかなかね迫力満点だったよ。あね、音がすごいよな。ドン。でもそれをしないとまあそういう悪いものが落とせないっていう。ね、わらもゲットしたし。じゃあ次は中にね行きましょう。こんな秋田でまさかの秋田にうーちゃんがビビってるところ見られてしまったかもしれないまさかのこんな生ハゲ感で視聴者さんに会えるというね、まさかのまさか。秋田の端っこで、でもいい時間で見れたね。早い時間帯だった。ちっちゃい生ハゲグッズ買ってた。まとわってればいいんじゃない？だいたいそんなもんでいいでしょう。ちなみにこれがパパ。超ウケる。生ハゲは独身のみたいし。独身の男の人、まだ決まってない。いや、いろんなね説があるらしい。生ハゲの伝説、そうそう。だ海外から来た伝説もあるし、この山の神の伝説もある。どれが本当かはまだわからない。諸説あるっていう。きゅうちゃん言ってごらん。すんごい数だよ。いろんな生ハゲいる。めっちゃ生ハゲいる。こっちにもいるの。だからこのなんとか地区によってまた違うわけでしょ。面が違うんでしょ。そうかもね。これ絶対木で作られてるね。
その、これはすごいね。木まんまじゃん。木の皮だけ取ってさほら作ったとか。なんかさ、もうここまで来るとさ、なんかちょっと違う部族っぽいよね。木の皮まんま取ってる。本当だね。これキラキラしてるよ。こっちなんて生の木だよ。ほら。うーちゃんも興味津々。あれ買えばおお面。土産コーナー。なんか買ってママおも。面買う？生ハゲのお土産を買う。生ハゲちっちゃいの飾り買いましたよ。玄関にこれから地方行った時のこういうやつ買って飾ろうかな。小さいやつをね。小さいやつ。うわ結構雪積もるんだな。ね。そこ橋渡るんだね本当は。ね。すごいね。あそこ池が凍ってる。見てサワサワだよ。うんでも寒いわ。寒い。信じられない。ちゃんと前向いて歩いてください。階段ですよ。動きがキモい。街灯が生ハゲでした。これなんだろう。生ハゲの玉。じゃあここからは出発して生ハゲ面白かったな。左方向です。男鹿半島だから秋田でも遠いっちゃ遠いけど、このためだけに来る価値があるよ。うん。ここでしか見れない生ハゲの実演というか。そうもあるし、その生ハゲが約150体ね実際のやつ並んであって、お面とかね結構ね違いが、素材もそうだし、顔も形もそうだけど全然違うよね。そうそうそう。で今回も今ね生ハゲ館行ってきたんですけど、この男鹿半島にですね水族館ガオっていう水族館があるんですけど、なんかねそこにねホッキョクグマがいるらしくて、なんでまあ男鹿半島のね水族館もねなかなか、来れることないと思うんで、せっかくだからということで今からね向かっていきたいと思います。でもまあ12キロぐらいだからこっからだったらそんな離れてない。風がすごい。さあそろそろ海沿いです。ちょうどそっち側に見えるんじゃない？おお、すごいね。さっきよりは穏やかに見えるけど、場所によるのかな。ね、なんかだいぶ違うね、さっきのところと。すごいねこの景色。わあ、圧巻だね。ただ風は強い。でも海は多分綺麗なんだよこれ。ね。色はすごい綺麗だもん。ここは先と先があるから波が弱いんだ。先に当たるから。だからここは穏やかなんでしょう。違う、荒れてるね。荒れ狂ってるね。あ、でももう500メートル切った。どこだ？ね。付近です。右。右？入り口って書いてある。あ、本当に？あ、これか。あ、これだ。右。あ、右方向です。マジ海沿い。本当に沿いだね。うわー、すごい。波がしぶきはそこまで来とるで。なんかいる。すごいね。すごい場所にあんね。ね。すごいね。なんだろうあれ。今まで来た水族館の中で一番過酷な気がする。ある意味で。しぶき、そっち置いたらしぶきが来るかもしれない。そんぐらいなんかね、今日波がね、荒れ狂ってます。だからみんなこっち止めてんのかもしれない。いや、すげえな。荒れてるね。わあ、荒れてるね。今日これフェリー乗ったら。フェリー出るのかだよね。むしろこれさ一回止まっちゃうんじゃない？今どうやら風速が12メーターぐらいあるらしくて、平均でね。平均で多分突風はもっとある。車体がね割と揺れるんですね。でちょっとね場所を移動してみたものの揺れるという、なんかいない間にキャンピングカーが何かしらになってるのも嫌だなっていうことで断念しようかなっていう話が。まあじゃあ別行く？ここは荒れてないんだけど、先端の端っこはものすごく荒れててね、あっちが一番風がこの辺だったらまだ良かったのか、駐車場が。なんでこんな違うんだろうね。あれね、北海道の時は揺れてたよ。あ、そう。そうやでさ、あれ風速20何メーターって言ってたけどさ、あれよく揺れてたよ。あ、そう。
本当にこれ風速12メーターかみたいな。なんか人が離れるとちょっと不安になるあれで。背高い車も他にいなかったしさ。ずっとバシャンバシャン荒れてたし、うん風がすごいね吹き荒れてたからね。だからなんか車置いといてもなんかね波しぶき当たりそうな感じ。だから多分あそこに全て当たるんでしょ。まあさっきナビ見た通り端っこの方だから余計にね。そうそうそう。まあなんか晴れてたらめっちゃ良さげだけど、そうね、多分ねここ晴れてたら景色もいいし、今日は天気が悪い海も多分綺麗なの。さあじゃあここからはで一回内陸まだねこれ上登って走って、一旦戻ります、はい今ですね、水族館ね諦めてから、ちょっとね内陸側にも戻ってきまして、ちょっと男鹿半島ねもう一箇所行きたいとこあったんですけども、山側走ってても風がだんだん強くなってきちゃったんでそちらも断念しました。男鹿半島は割と諦めた天候とかね気象状況によるんで、こればっかりはねちょっと安全を見てね、やめようかなと思います。そんな中ねじゃあ男鹿半島ね行きたいとこいっぱいあったんだけど、断念して、時間もできたんでどこ行こうかなと思ってたら、だから卵の木そうっていうのかな、木の木は街路樹の樹なんだけど、卵専門店だね。そうでそこがなんかね秋田県のね発祥のお店らしくて、オムライスとかある店なんだよね。卵を使った料理でね、シュークリームとか卵を使ったそのデザート系プリンとかも販売してたり、あと食べれるのはオムライスがメインみたいな感じ。そうみたいなので、せっかくね、秋田に来てるんでそういうね秋田のね、お店に行こうかなと思ってます。あとね男鹿半島に市場だけあるんですよ、海鮮市場。この後今その卵の木に向かう道中でその海鮮市場の方に行くんで、そこね風がそんななかったら買い物だけしようかなと思ってます。お腹空いちゃったな。全然問題ないけど、だからみんなオムライス好きだからいいでしょ、杉林もそうだけど畑とかこういうのもそうだし、そのまんまだよね。いや寒風山のね展望デッキも行きたかったんだよね。でもさ上あんだけガスってっからね見えないよ、多分なんだかよくわかんない感じになってるんだろうな。はい今ね男鹿海鮮市場の方にね、もう間もなく到着です。左側ね一応海なんですけども、ちょっとねやっぱね全然風が違うんだよねさっきと。確かにね風はあるんだけど、水族館のところはやっぱ先端だったからかもうね波の高さがね尋常じゃなかったんだよね。ここご飯屋さんあったんだ。ただメインは今日の夜ご飯なんもないから夜ご飯を買わなきゃねって話。海鮮になっちゃうもんね。そういいんじゃない、卵は卵で、よしじゃあちょっとね買い物行ってきます。今ね海鮮市場です。美味しそうだね。確かに海鮮丼やば。今日ね意外と空いてます。こんな感じで最高。わかめか。何これ。こういうのいいんじゃない。お刺身はこっちね、のどぐろ。マグロとのどぐろ。すごいじゃんこれ。お刺身って今これしかないですもんね。そうですよね。はい。いい。サラダに入れても良さそう。わかんない。タコすごいね。本当だ。水だこ。早めに。あと冷凍すれば大丈夫。 3日以内ぐらいでわかめは食べきった方がいい。あとは冷凍海鮮屋さんとやっぱ休みないかもね。しけてきから余計にあれか。じゃあとりあえずね市場は OK。 車の中ポカポカだな。ね。とても。やっぱ今日はすごい少なそうな感じだったね。お店もね何軒かあったけど半分ぐらいしかやってなかったね。こればっかりやっぱ海の状況、天候、海の状況でやっぱ変わっちゃうんだろうね。さてもうお腹がペコペコだから今1時か1時半ぐらいにさっきの卵屋さん到着予定。卵の木に到着予定。プンと走っていきましょう。行きます。海でも荒れてるよ。いやさっきのすごかったよ。なんで日本海でこんな荒れ狂うんだろう。なんかさ新潟とかもさ、いつだったか行った時もやっぱこんな感じだったしさ、前回山形の日本海の時は穏やかだったよね。でも風はあったなあの日も。そういや今度こっち青いトンネル。パパが今風力発電にものすごく興奮気味です。すごくない。目の前に風力発電だらけなんだけど。
風が強いってことや。すげえな。が降るから。生ハゲいた。あ、生ハゲ。巨大生ハゲ。これね。でっかい生ハゲ。あ、さよなら生ハゲ。どこだどこだ、この辺だ。あれか。ママあれマジでやってないんじゃねえの、あの雰囲気。あれガチでやってないだろ。嘘でしょ。泣きそうだよママ。こんだけ来たのにやってないって。あー、嘘でしょ。ちょっと見て。レストランが11時から4時までだったの。だからじゃない？これがメニュー。ズワイガニとかあるよ。国産ズワイガニ。じゃあパパそれにするわ。ハーフじゃなくてよかったね。これぐらいやっておいたら食べれちゃう。ママとゆうちゃんはデミグラス。パパのはズワイです。カニらしいです。普段あんまりねカニ食べないんですけど、なんか珍しいなと思ってこれにしました。カニ。カニだね。風味っていうのかな。なんかでも結構カニの出汁。そう。みーちゃん中身も食べない。周りばっかのソースばっか食べてたの。ゆうちゃんもなんかあれだね。孤島になってた。どんな味でしょうか。意外とプリン。飲むプリン。ママも食べていい？ガチプリン。あ、うまいわ。シュークリームいただきます。美味しい。これペロッと食べれちゃうやつだ。いいお店でした。全部美味しい。はい。今ですね、卵の木を出発してからの、ここからは秋田丸ごと市場っていうね、なんかね、いろんなものが売ってるお買い物の場所みたいな。でですね、夜のご飯のメニューのね、何かしらを購入できるんじゃないかなと思って、秋田丸ごと市場っていう。今日もつまみみたいになりそう。天気もね、こんな感じなのと、どこ行っても風が強いのとで、なかなかねちょっとね思うようにね旅ができてないんだけれども、せっかくね来たんで、市場とか行こうかなと思って今からね向かっていきたいと思います。はい、もう間もなくですね市場の方に到着します。丸ごと市場っていうね市場です。これを右に曲がります。なんかねいろいろ野菜とかも多分売ってると思うんで、ほんといろいろ売ってる感じで、隣がね天然ホテルの温泉なんですけど、これ日帰り温泉やってればここで入っちゃってもいいのかなっていう感じです。これちょっと市場行ってからね考えます。およそ100メートル先、左どこだろう。その先、目的地付近です。音声案内を終了します。お疲れ様でした。これでかいじゃん。いろいろ入ってるよ。とりあえず一番端っこに止めます。行ってきます。秋田の丸ごと市場。なんかいろんなの入ってる。お、すごいね。中はデコポンがあるよ。デコポン。入れんの？こっから？入れるでしょ。鮮魚。重く。シャキシャキ。秋田県産アスパラナ大根葉。あんまり大根の葉っぱないか。なんかお刺身。アスパラの葉っぱ。へえ。お刺身でもこれで1600円の安いっちゃう。安い。秋田の味噌や。どれにしよう。薄塩味噌。野菜をたくさん食べる味噌。はい、とりあえずね今日の晩ご飯はこれでいけんじゃないかなと買ってきました。そんでこの後はどっかお風呂行きます。はい。よし、とりあえず出発します。そんでもってなんかこの市場の真横に天然温泉ホテル小町ってのがあって、どうやら日帰り入浴やってるみたいなので、もうついでにここでお風呂入っていっちゃおうという話です。すごい横にあったよね。来る時になと思った、温泉のマークが見えて、あれみたいな。こっから行けるかなと思ったけどちょっと距離があった。つうかこの欄湾でかくね？でかい。上が欄湾ってこと？ラウンドワンスタジアムって書いてるよ。何これ？初めて聞いたんだけど。お風呂上がったらラウンドワンスタジアムってちょっと行ってみる？何が違うの？
あ、でもスポッチャも入ってる。まあスポッチャってまだあるんだ。スポッチャって書いてあった。ちなみにこの左にあるのがそのお風呂。あ、そうそうそう。で駐車場が、あ、これだ。この駐車場、ここに書いてあった。駐車場 P って書いてある。ここをね区切って曲がる。左手前方向です。本当はこの立中が止めれれば、あ、そこ第3駐車場でもよかったわ。しくったわ。そこでも入れたわ。およそ100メートル先。第2駐車場ってとこなんだけど、ここだったらキャンカーでも入れる。第1はなんかね立中なんで厳しいです。じゃあこれからね温泉に行ってきます。目の前の玉の黄色い施設、とりあえずね早めのお風呂です。そう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 。どこだよ。はい、今ね、温泉に入ってきました。でまあホテルのね温泉だから結構キャパもあるし、なんかあれだね、この時間ぐらいから急に混み出したねやっぱり。そんで今日はこれからもあとね道の駅なり移動して車中泊するだけなんで、まあ、特段ね予定はこれからね、そこに行く前にですね、そのね目の前にねランドワンスタジアムっていうねスポッチャが入ってるランドワンがあって、最近ね我が家ハマってるクレーンゲームをねちょっとやりに行こうかなっていうことで、まさかの秋田まで来てランドワンクレーンゲームスタジアムらしいです。何が違うのかはわからない。とりあえず全国制覇旅始まって以来のまさかのランワンです。ランワンてかランワンでかくねえかこのランワン。まあ今日はねプーちゃん水族館行けなかったからしょうがない。じゃあ行ってきます。あ、じゃあジョージハンター頑張ってください。この瞬間がドキドキだね。両替キープを行いますか？両替キープを行いますか？惜しいね。これ大丈夫かな？両替キープを行いますか？ジェットです。両替キープを行いますか？9月20日ね。両替キープを行いますか？もうここまで来ちゃったら無理か。そこで大丈夫かな？この瞬間がドキドキだね。両替キープを行いますか？あ、いけた。意外と取れた。車がもう10オーバーだよ。今日はジョージとミニオン。じゃあ行こう。車帰るよ。今ねちょうど目の前に見えてるのが先ほどいた温泉です。なのでほんとね目の前にランドワンがありましたので、ここね、何がびっくりって送迎バスがあったっていう。そうランワンに送迎バスがあった。初めて見た。駅から来てくれるらしい。めっちゃいい、ね、しかも無料って書いてあった。そんでもってジョージとミニオンゲット。ミニオン。とりあえずね今日の水族館分は埋め合わせできたんじゃないかなと思います。で、まあまあ大体1時間ぐらいで、1時間もいなかったかでちょっと遊んで、これからですね、明日ね田沢湖の方に行きたいなと思ってるんで、そっちの方面に走りつつ道中ですね道の駅かどっかで車中泊しようかなと思ってます。まあ、なので、少しね田沢湖方面に今からね向かっていきたいと思います。もうすぐでね道の駅共和っていうところにね到着します。でここからだったら田沢湖もそんなに遠くないからちょうどいいかなと思ってます。ただね見ての通りですね、いかんせん真っ暗なんですよ。想像よりも道が暗くて、道の駅とかどんな感じになってんだろうなっていうのが、なんかねさっきまでランワンのところはすっごいさ都市部って感じだったけどさ、15キロぐらい走ってこれだからね、割と一気に変わるよね景色が。これねなんだろうね、なんでみんな秋田にキャンピングカー来ない？東北はなぜキャンピングカー来ないんだろう、不思議よ。絶対楽しいのに。
それぐらい東北が好きなんだけど、なんかね東北ってキャンパー少ないんだよね。音声案内を終了します。だ今日の卵屋さんの特上ボール、あんまりパサパサしない。お優しい味がする。なんかボールってもっと口残りした気がする。だからこれは結構サラッとボールだね。このボールの特徴はね、サラッとしてて甘すぎないで、どうなるかっていうと無心で食べる。早いもん勝ちだよ。でも作れる。終わりにするよ。あとマンゴー。いいのいいの。終わりだ。終わりだ。終わったよ。パパ最後もらってない。感謝しな。感謝しな。感謝しな。いい？感謝しな。何そのさ耳っちい数。なんでそのさちょっとずつしか渡さないわだってみんなそれぐらいしか持ってないもん。け。あと2つ。パパがキッチンだから。ママ特別に。パパも持ってんな。こちらね、今日生ハゲ館で購入した生ハゲです。ででるん。こちらね、交通安全と家内安全ということでね、魔除けになっております。あ、この生ハゲは角があるね。で、これをね、玄関に飾ろうかなと思ってます。これそんなしなかったよね。2000円ぐらい。 2000円ぐらい。ちなみになんか玄関に本気で飾る用のお面みたいなの高かったよね。あれ数万円ぐらいする。すごい。これぐらいの顔の大きさで10万円で。すごいあれ欲しかった。ちょっと我が家ではね、あんな高いの買えなくて、せいぜいこの頑張って2000円でした。でもね、もう一回りちっちゃいやつでもこれぐらいのやつで1万4000円ぐらい、5000円。高いよ。あれでもいいよね。高級やな。あれ飾っときたかったな。今回ね購入したこの味噌、家電粒味噌ってやつで、秋田県角館というところのお味噌になっております。安藤醸造。秋田県産の味噌。全部秋田なんだね多分。ね、高級でした。冷めても美味しい味噌汁と。1600円ぐらいでした。大根の葉っぱと長ネギ、これは秋田県産でした。卵も今日食べたところで買ってきたから。ああ、そうだね。今日メインがねお刺身だから、それに合わせて味噌汁と。シラカップって便利だね。意外と思ったより出汁出てんだ。確かに味噌少なくてもいいかも。ほら、この量でこんなに出てると思ったらすごくない？全部剥がれそうだった。味噌ピーや。なんかさ、車の中で味噌汁作るのって意外と初めて。あ、そうかもね。なかなかないんで味噌汁を作ること。はい。インスタントだもんな。いいんじゃない？東北の豆腐。味噌汁移せよ。一回そこで休憩しててください。パパ卵かけご飯食べんの今日。TKG。初産みだって。初めて産んだ卵らしいよ。へえ。白身がプルプルしてるんだって。フライパンちっちゃくて炒めきれない。大変よこれ。大根の葉っぱって意外とさ売ってないからね、普通のスーパーだと。ママは好きなんだけど。あ、すごいプリッとしてる卵。ほら、すごいプリッとしてるわ。すごいよ、卵。プリッと感が。もうちょっとしたら入れるからね。もうちょっと待って。すごいドロドロしてる。
ちゃんはネギが好きじゃないから豆腐とわかめだけ。できればわかめたっぷり。わかめいっぱいある。私じゃわかめたっぷりね。今日のねメインこちら、これ秋田のね丸ごと市場で買ったお刺身盛り合わせと男鹿海鮮市場で購入したのどぐろです。のどぐろ、これも美味しそうですね。お刺身、この2つがねメインで、なおかつこちらですね、秋田のお味噌で作ったお味噌汁と豆腐、東北の豆腐と、あと秋田県産のネギ使ってますのお味噌汁で、野菜炒めが大根の葉っぱと、あと普通のベーコンと、あとこの卵はね、今日行ったお店卵木の卵を使ってます。秋田小町だ。そう、佐藤のご飯も秋田小町まさかの。なので秋田尽くしです。本当だ、佐藤のご飯も秋田小町です。ご飯食べるでしょ、うーちゃんも。はい、電子レンジね、我が家ねリチウム変装してますので、今回はねリチウムでいっちゃいますと思います。サブバッテリーで秋田小町2つで504分ぐらいかな。今 97% ぐらい残量あったんですけど、よいしょ、こんな感じですね。まあ、全然余裕です。まだまだやっぱりリチウムにしてからね全然減りが違います。ママの日本酒入れとこう。わかめを入れないと。このままでも美味しいよっておばちゃんが言ってたこのチュルチュルのわかめを後で入れますと、じゃあ一回それで食べてごらん、後で。でそれで美味しかったら足せばいいじゃん。ママいっぱい入れよかき混ぜといて。すごいなんか体に良さそう。ほら、これもね男鹿海鮮市場で購入したわかめ、秋田三昧でいきましょう。じゃあせーの、はい、いただきます。そして乾杯、はい、乾杯乾杯。乾杯。大根の葉っぱから一回いこうかな。一旦これ食べてみよう。わかめマジでツルツルやん。ツルツルだったわ。味噌汁うまっ。今日はなんかすごい和だね。和だね。秋田尽くしの野菜炒め。のどぐろもうまっ。市場で買ったのどぐろ。うまい。日本酒やね。うまいな。ほうれん草よりこっちの方が好きかもママ。あ、忘れてた。あ、卵かけご飯、そうだ。すごい弾力ある卵だよそれ。そうだよ。なんで今日パパご飯食べようかと思ったの？この TKG にしたかった。わかめうまっ。刺身美味しい。美味しいね。今日は秋田美味しい尽くしだ。米で作ってんだから米の料理に合うよね。日本酒は。今回はキャンピングカーの中で初めてこう味噌汁を作ったわけですが、ここでコメントテーマです。味噌汁を1週間に3回以上飲む人いますか？はい。はい。ということで今回のコメントテーマはこの味噌汁を1週間で3回以上、まあ、3日以上ですね、飲むか飲まないか。聞くところによると毎日飲まないとちょっとっていう人もいるし、で逆にうちは全然飲まないよね。しょっちゅうは出ない、そんなに。なんかメニューによって出すかなんかとかね。でも週3は絶対ないよね。ない。そうなのでうちはね頑張っても週1ぐらい。その中で味噌汁の一番好きな具材は何ですか？これもね、合わせてね。パパはわかめか私ネギかな。わかめネギどっちかだね。ネギだね。パパわかめかな。うーちゃんは？うーちゃんわかめ。わかめと豆腐。わかめと豆腐。あ、まあ長ネギと豆腐。まあ全員合わせるとこれになるってことだね。まあとりあえずそれでコメント教えてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあね、ゆっくりねこの後もご飯を楽しもうかなと思います。はい、今ねご飯食べ終わって一休みで、テーブルもね今片してフルフラット。ほんで一旦ママを今洗い物中。ほんとねキャンカーで生活できる空間です。
ただ今回ね水がね補給できないので結構考えながら使っております。やっぱねちょっと長い旅だとねそこら辺は気を使います。で実際ゴロゴロしながら何をしてるかっていうとゾゾゾ見てます。我が家はゾゾゾをずっと見てます。ママのね洗い物が終わったらまたねゾゾゾ再開です。今日行ったところもさそうだったけどさ、他のとこでもさ秋田もね他のところでもあえて生ハゲっているのかね。秋田に来て思うことが、秋田来たのに秋田ナンバーしかないこと。秋田に来て観光地行ってると秋田ナンバーの車がたくさんいるっていう。そう、生ハゲよりも一番それが不思議。だから同じ秋田の人の中でもここはめっちゃ遠い。そう秋田の人の中でも多分遠い場所なんじゃないかな。うまい。よしティータイムしましょう。パパとうちゃんのティータイム時間です。OK です。こんな感じで今日はうーちゃんとパパのティータイムでした。そうですよ。ぜひ皆さんもティータイムやってみてください。家族でやってね。はい、もうねママとちゃん2階です。猿に囲まれてる。ちなみに今日撮ったミニオンは端っこで不服そうに見てます。なんやねんって顔してる。みんな上にいるのにでかすぎないよ。なんで自分だけそこなんだって怒ってじゃある。上に持ってく、はい、上にいてもここにしか入れないからスペース。じゃあ寝るよ。趣味。じゃあおやすみ。おやすみ。はい、じゃあまた明日。おやすみ、バイバイ。バイバイおやすみ。君のセリフじゃない。うーちゃんおはようございます。朝ですよ。うーちゃん水は半分ぐらいだな。早く起きないと生ハゲ来るよ。生ハゲさっきそこら辺歩いてたよ。水があと半分ぐらいかな。ちょうど今半分。グレーも清水も。でももう今日と明日だけだからなんとかなるか節水は心がけないとでも。な。昨日結構洗い物多かった。朝ごはん今日買ってないんだよね。これ道の駅なんかあんのかな。何時に開くんだろう。ちょっと調べて開きそうだったら買いに行ってくる。行こう。道の駅。で出発です。出発。いやほんとねキャンピングカーいない。いない。なんでこんな秋田ってキャンピングカーいないんだろう。道の駅で車中泊してるとね大体関東圏だとねかぶるんだけど本当にね秋田いない。なんかね秋田っていうか東北キャンピングカー旅いいよっていうのをなんか宣伝したいぐらいだな。はい、で、今日はですねここから田沢湖の方にね向かっていきたいと思う。で、距離はですね40キロぐらいありまして時間かからないが50分ぐらいかな。すごいね。だいたいね50分ぐらい、かけてね、向かっていきたいと思います。田沢湖でもまずね最初に向かうのが龍子像っていうところですね。でこれね龍子像っていうのがね一体何かって言いますと、僕もねあんまり詳しくは知らないんですけども、このね田沢湖に永遠のね美を求めた少女というのがいまして、で、その子が永遠の美を求めて田沢湖に身を投じるみたいな。で、その中で竜に化けると、竜に化身したと言われてます。実はね田沢湖っていうのは日本で一番深い湖と言われてます。でそこに投じて、竜になったという伝説があるということで龍子像っていう像が田沢湖のね入り口にあります。
でそこからですね、御座の石神社とかね行きたいんですけども、まずはねこの龍子像に行ってからその後に龍をね祀ってる御座の石神社にね次は行こうかなと思っております。まずはですね、田沢湖の方に向かっていきたいと思います。結構なんかあれだね、こっちはやっぱ雪があるね。ね。まあとはいえね、標高は92メーターだからそんなに高いわけでもない。朝ごはんは道の駅でおにぎりを買ってきたので、今日はちょっと道中長いから。そうね、ご飯食べながらこれから向かっていきます。はい。角館バイパスだって。あー杉杉。あ、もう全部杉。これで見えるの全部杉。これやばくない？もうちょっと暖かくなったらもう爆発してんじゃないのこれ。杉ばっかりだ。あれもそれもこれも杉だよ。このさ、雪国の家のさ、あのフィルム何なんだろうね。オレンジ色のフィルム。なんかさ、さっきからさ、いろんなさ家がさ、あのオレンジ色のフィルム貼ってたんだよ。 UV カット的な。雪が積もるとこの辺りが真っ白になるから、それを反射を抑えるかもしれないね。すげえ気になるんだよ。お外は11度だって。絶対11度ないでしょ。風があるから寒く感じるのかな。まあね、だいぶ強風だ。こっから田沢湖に入っていく細道みたいな、峠道みたいな、なんとか道だね。田沢湖湖畔まで5キロとか、ちょっと道が細くなるかなね。でこっちの方が雪はもっと残ってるね。うん。そこまではあれしてなす。おお。最悪よ。木の枝にボンボンしたよ今。それよりも雪に衝突するとこだった。これは崩れた。崩れたんでしょう。ということでこんな感じの道を進んでいきます。パパは結構こういう道好きだけどね。ただこれさ、ちょっと怖いのがさ、これ側溝なんもないよねっていう、なんか見えない恐怖だよね。まあ棒が立ってるから多分大丈夫なんだろうけど、なんかさっきここじゃないけどちょっともうちょっと手前のところは鹿注意じゃない、カモシカ注意だった。カモシカが出てくる。まだ秋田に来て野生の生物を目撃はしてないな。あ、すごい凍ってる。すごいやば。でも山登ってないじゃんここ。そうね、標高は217メーター。ずっとこの平坦みたいな道をさ進んでるからさ。意外とあれだよね、そんな山道じゃなかったよ。もう間もなく龍子像だから、もう間もなく田沢湖。あ、ここだ。ようこそ田沢湖って書いてある。まだ見えてないけど、あれか、あの奥に見えてるやつだね。コバルトブルーで有名な田沢湖だけど、これ今日は白いね。思ったよりも雪が。夏に来るべきなのかな。おおおおおお、あ、すごい。あ、ここにあるんだ。でこれどこに止めていいんだろう。みんなこれどこに止めてるの。多分これなんだよね。あ、これ龍子像って。なるほど。さあ、目的地付近です。音声案内を終了します。お疲れ様です。 P なし。この後の天気は曇りえ、何ドライブスルー。ちょっとね、まさかの事態。 P がなかった。今すごいドライブスルーだったけど。パーキングがない。なるほど。パーキングさっきのお客様なんとか200円のとこだけしかないんじゃない。あれ、そういう意味で止めていいってことなのかな。多分一瞬でしか龍子像見てない。すごいドライブスルーだった。問題は龍子像どうする。これさ、U ターンしようにも U ターンできないんだよね。帰りは通らないの。いや、まあ一周回れば通るけど、もうここまで来たら無理だろ龍子像。そのままじゃあ行っちゃう。うん御座の石神社へ。うんね、龍子像って結構レビュー多かったからさ、普通に駐車場があるもんだと思ってて。すごい一瞬でしか見れなかった。いやでもこれすごいね。湖超綺麗だよ。確かに青い。日が出てないのにその青さがわかるっていう。ここからですね、神社の方向かいたいと思います。ちょっとね、神社はドライブスルーしないようはい。に。もうあと 700m。 いやちょっとね、今度こそ駐車場を見落とさないように。もうドライブスルーは勘弁だぜ。田沢湖ね、U ターンできないんで、
今のところ U ターン、まあここら辺はギリギリできるかもしれないけど、さっきの道はね全然無理だった。これ駐車場あるよね。ちょっと駐車場までなんか確認しなかったな。全部ドライブスルーになっちゃう。ドライブスルー田沢湖になっちゃう。せっかくここまで来たの。ここじゃない？どれだ？ P あ、あ P るよ。がある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 。これはいいね。いいねいいね。P がある。ドライブスルー田沢。どれ？これ？うん、多分ね。一旦止まろう。もう一旦入れちゃおう。ここだろ。オッケーオッケー。P 見つけました。すごい。はい、今からね田沢湖行きます。でちょっとね雨が降ってきたから装備をね変えて行ってきます。うーちゃんたちはねワークマンのレインウェアを着てます。通り雨だといいんだけどね。五座の石周辺スポットこんな感じになってます。今いるのはこの赤いところですね、現在地で。この近くに五座の石神社があって、あ、辰子姫像っていうのまだ別にあるんだね。まあ、とりあえず今目指すのがこのね五座の石神社7番のね、ここ一旦目指そうかなと思います。これね今目の前に見えてるのが田沢湖です。だって神社は左側でしょ。うん。あ、これだ、この鳥居が五座の石神社の鳥居でしょ。写真で見たやつこれや。綺麗だな、あれ、はい、でここから登るのかな。ここですね。よし、じゃあ一回行きましょう。一回参拝してくる？うん。あ、さっきのあれじゃない？あ、本当だ本当だ。おお、雪がすごいね。気をつけてね。これがね辰子姫像ですね、先ほどの。またあれとは違うところ、ね、竜になったってこと？何が違うんだろう。さっき化身した辰子姫はだからいいんじゃない？でもさっきのもそう書いてあったよ。あれは前じゃないの？そういうこと？あれは辰子さんそのものじゃないの？そういうこと？これは辰子姫だからあれなるほど。そういう違いね。いや、そういう話の逸話があるようなあれは辰子さんの話じゃないの。玉買ってあそこで割るんだ。やろう。ママ今前役だから一回、うん、ちょっと一回参拝しよう、参拝してから参拝します。よし、じゃあ行きますよ。100割玉？そう、ちょっとじゃあ3つ一回取っといて。そう100割玉購入したんでやっていきます。一回名前を書かなきゃいけないでしょ。そう、おそらくここからですね、あの入れ物にそう向かって投げる。向かって投げる。一回じゃあママやる。はい。お、割れた。こんな感じ。あ、割れたんじゃない？はい。お、割れた。みんなじゃあ役落とせたんじゃん、ね、結構この時期でも雪が残ってんね。あいにくの雨でこんな感じ。すごいね。滑りそう。ないね。気をつけて。おー、すごい、目の前がもう湖だね。すごい青いね、うっちゃん。本当は高校って遊覧船とかも出てんの？出てる。今日は休み？さすがに休みだろう今日は。うん、すごいね。だってこっち滑る。気をつけてね。あれよ、戻る？うん、一回戻って。こういう時のレインコートだね。東北旅は割と雨。青森も雨だったな。緑池だよ。うん。出発します。ちょっとね、着いた途端に雨が降るという。ハードでごわす。でちょっと歩き始めたら雨が強くなるという。湖雨率高い。そう本当はねこの田沢湖ねめっちゃコバルトブルーで綺麗。もう雨降ってても綺麗だから晴れてたら多分相当綺麗だと思う。ここのね左手に神社。そう
右手に鳥居。そういえば御朱印ね、7パターン8パターンぐらい種類あって、そこから自分の好きなやつが選べるっていうね、そうね、感じだった。御座の石神社には行きたかったから、まあ、そこはね行けてよかったかなって。なんかね遊覧船とかもね乗りたかった。そう普段は多分運航してるっぽいです。今日はね見た感じないんだよね。日が出たらもっと綺麗なんだろうな。このあと思い出の片分校っていうね大正時代の小学校をまあ修復通して、一般公開してるところがあって、まあ、そこの学校だけ行こうかなと。もうこの辺も全部やってないもんね。やってない。あ、奥だけやってんのか。奥だけ1店舗だけやってるけど、ちょっとね今日はねほんとその辺、あ、こっから乗れるんだ。遊覧船さえもないもん。うん、遊覧船どこ行っちゃったんだろうね。夏はいいかもしれない。この時期はあんまり閑散期。そう田沢湖の、まあ、湖は綺麗なんだけどね。冬季休業中なんじゃん。多分夏がいいんだろうね。まあそんなこんなで今からねちょっと思い出の片分校にね行ってみたいと思います。すごいね雨が。すんごい綺麗。分校こっちが通れないとこか。高架下みたいなところがあって、多分そこがねくぐれなさそう。すごいガタガタや。景色が綺麗。達子番屋茶屋か。閉まってんな。クローズドだね。だから今日は至るとこ閉まってるってことね。こっちだ。これか。旧片分校。なかなかね道がねハードそうだって。おおすごいね。またね雪があるからね余計にね道が狭く感じるんだよね。うわすごいね。鳥居がある。神社ね。そうお花が咲いてる。ね、前から来たら大変だね。どうするの？どうしよう。日が入らないのかもね。この杉の中にあるから。よいしょ。こんなところに学校があったなんてびっくりなんだが。ね。左曲がる。あれだあれだ。おお。すごいね。ここ雪結構残ってんねここ。残ってる。本日は開校中です。到着。じゃあ到着。開校中だって。ちゃんと書いてある。お、これ見ればいいんだ。中に入って。おお。すごいね、昔の教室って感じ。これすごいね。これ面白い。これ昔のストーブなのかな。あれなかったっけか昔。どれ？ないんじゃない？見たような気がするんだけど。ママとパパで世代が違うからね。パパの方が年だ。パパの方が若いから。これ印刷じゃない？印刷。見て見てこれ。これで丸とか書くんでしょ。くるんってそうくるんって回すんで。これ三角定規？そうだね。でっかいけど。でもさ、今の学校でもあるでしょ。ちょっとでもでかい。ちょっとでかすぎない？あるよ。いやでかある。今の学校でもあるでしょこねれは。パパの時代もこんなでっかいのあったっけな。ママの学校あったもん。ちょっとあれだね。違う。ちょっと歴史が違うんかなママの学校。一緒だよ。違うね。あったよ。
うん。お尻が冷たいです。お二人用の席になります。で、ここが5、6年生。なんか黒板ないんだけど。黒板ないの？ほら見て見て見て。本当だね。寒いね。これは今時のちょっと机にやっぱり暖房がないと。うん。あ、これ体育館だ。あったけ離れられない。すごいね。体育館もこうこじんまりした感じ。でも屋根の天井が高いよね。ここだけやっぱり体育館だから。ママとうーちゃんのバドミントン。よし、じゃあ出発です。でも結構良かったね。ここだったら雨とか関係ないし。よし、じゃああとはね、ここをね来た道戻っていくんだけれども、すごい道だからね、前から車が来ないことを祈りつつ走っていく。ここから一旦戻っての今度は武家屋敷の方にね向かっていきたいと思います。角館ですね。でそっちの方行ってご飯とかね食べれたらいいかなと。ここら辺が狭いよねちょっと、よいしょ。いやこれ晴れてたらほんと綺麗だろうな。さよなら田沢湖。綺麗は綺麗なんよね。真冬だったらでもさ、これさ、ここも全部やっぱ積もってんだろうね、道路も。積もってるでしょう。このねバーが立ってるから。あ、これもしかしてさ、もう一回ドライブスルー立子像するんじゃない？噂だともうちょっとで達子像が見れるとか見れないとか見れると思う。どこだ達子像？どこにあったんだろうね。どこだ？あっちだな。違うか。ドライブスルーもできなかった達子像だ。さようなら田沢湖さようなら。あ、ここに駐車場があったんだ。一周回って気づいたよ。全部秋田小町かな。さあもこれ1キロです。う武家屋敷この辺だね。あれかな。あ、今車が曲がったところら辺だね。あ、これだ。うわ、怪しいぞ。一台も車止まってなかった今。多分だけどさ。もう迷子開いてません。そう、ここの駐車場はダメだったけど、どうやらね、この先行っての右方向にある駐車場は行けそうだった。この辺が多分ね、武家屋敷通りなんだよね。なんかすごいね。ほら、いろいろあるでしょ。なんか良さそうだよ。なんかすごく良さそう。雨も止んだからいいんじゃないの？うん。そうするとね、駐車場があるっぽいよ。この一時停止を右に曲がると駐車場がある。ここに止めてんの？これだ。駐車場はここです。端っこだね。邪魔にならないように端っこに止めておきましょう。はい、とりあえず今車を置いたんで、武家屋敷の方に向かっていきたいと思います。武家屋敷通りだね。ちょっとね雨がぱらついてるけど、さっきの田沢湖に比べたら全然余裕です。うん、すごいしだれ。これがね武家屋敷通り。すごいね、広い。さっき通った道なんだけど
そう全部これ桜だと思う。一旦行ってみよう。このさ安藤醸造ってさ昨日の味噌の店や。ああ味噌のこれやろ、まあ、ここが売ってるってことなのか入ってみる？な。入ってみよう。本当だ。お土産屋さんとか結構あるんだね。この武家屋敷通り。歴史のなんか資料館的なものかなこれは。そんな感じに見える。これは何？お家？お抹茶サービスがある。お抹茶飲む？時計回りに回ってくるらしい。入り口はこれだからね。すごいね。結構降ってきたのかな。ね。雨の音。あれ良かったかもしれない。意外と。昔の家って作り面白いよね。うん。武器の蔵。おお、鎧だ。いっぱい鎧ある。おお、すごいね。そっちも。これ何？なんだろよるぎ？うね。うん。掛け布団だって。あ、でもこれはさこの角館の文化なんだね。日本の伝統文化を。持ち上げられるらしいよ。重いんだ。どれ？あ、まあそうね。重い？まあ重いは重い。なんかバットって感じ。ああまあそうだね。重いは重いけど決してまあ持てない重さではない。うちゃだと重いかも。うん。槍だね。戦国無双だったらそれめっちゃ振り回してるやつでしょ。あ、思ったよりは軽いよ。バットって感じ。軽いバット。確かに。こういうことだね。うん。まあ両手でね。こんなに持てるから、意外と思ったよりは。うん、そうだね。パパ片手で持てる。その解体新書ってその解体新書でも過ぎたって書いてあるよ。じゃあ原爆だ。その解体新書か。あ、解体新書解剖図だって。じゃあこの人は解体新書のやつですんでしょ。よし。最後は謎の死で。ここでうーちゃんの部屋ぐらいだよ。これでうーちゃんの部屋。そう。じゃあ約6畳ぐらいでしょあれ。そう。めっちゃ広くない？広くないよ。こんなもんね。あ、昔の家の机って感じだね。この思ったら広いな。昔の家。よいしょ。2階がちょっとどうぞ。よいしょ。初めての写真。どういうあれなのかな。技法が。ペリー幕末期。エッフェル塔の建設。すごいね、建設中のエッフェル塔。黒船。このまま進んでいきます。順路通り。次ハイカラカンプ。ここで多分お茶が出るんじゃないかな。すごいね。上もある。工芸品だね。すごいでかいねこのお皿。よいしょ。頭上注意。ランプです。ランタン。本当だ。宝石がすごいよ。巻物も
了します。終了したんだ。あ、ご飯屋さんだ。うわ、意外と重いぞ。ママが大変なことだよ。それでここに結ぶんだよ。意外と重いよ。担いでいいらしいよ。担いでいい？本当だ。担いであげるか？いい？いいよ。せーの。あ、意外といけんじゃん。でもここに人が入るんだよ。そう。5、60キロぐらいあるじゃん。よいしょ。重いね。反対側置いてる。肘掛けがちゃんとついてる。背もたれと肘掛けがある。そして肺からか。治療か。これは何？カメラだ。映写機。これはうちゃん昔のカメラやで。日本のやつ見つかった。キャノンとこれじゃした。どうだった？うまいらしい。苦くない？結構お茶飲み慣れたんじゃん。そうでからかな。よし、じゃあ行きましょう。雨のため機材変更で。みんなで傘に入りましょう。はい、ちょっと雨がひどくなってきたので車は戻ります。ちょっとね、今日はね、いろいろと雨に悩まされる一日です。寒いしね、ちょっとね、残念です。で、車戻ってちょっとご飯食べ行くか、またお風呂行くかとかちょっと決めようかなと思ってます。よし、じゃあ出発します。着いた時はね、雨降ってなかったんですけど、今はご覧の通りです。この後はね、ご飯ね、ご飯食べてなくてご飯食べようかなと思ったんですけど、行きたかったお店がね5時からということなので、その横にね、温泉がありましたので、先にお風呂入ってからご飯食べようかなと思っております。もう一度このね武家屋敷通りを通っていきます。もうね 900m なんですぐなんですけど、雨も降ってるんで、せっかくね温泉の方に駐車場もあったので、そっちの駐車場を止めようかなと。ただ駐車場が空いてるかどうかっていうのは分かんないですけどね、これをね左に曲がって、その後すぐ右に曲がる。あのローソンの先かな。道幅は行けそうだね。Google マップでね一応ねストリートビューで確認してからは来てはいるんだけれども、それでもねやっぱねこういうところはねいきなり狭くなったりするもんなんで怖いです。この土間尻っていうのお店の横に温泉があって、このお店にご飯食べようかなと思ってます。駐車場ほぼ一緒なのかな。今ね温泉行ってきました。でこの温泉の系列でこの横にご飯屋さんがあって、今ねそっち側にちょっと移動してきました。さっき止めた駐車場ねちょっと狭かったので、広い方に止めてきました。今時刻がね4時46分なんですけど、ここね5時からなんで、空いたらねすぐね入れるように、準備したいと思います。じゃあ行きますよ。さあ入れるでしょうか。ほら、しめ鯖その場でやってくれるやつでしょ。これ頼もうか。しめ鯖ときりたんぽ鍋と、結局ねいろいろ頼みました。居酒屋なんじゃない？多分昼間はだからあれなんでしょ。夜はこの時間から居酒屋。でも子供普通に入ると。ほとんどの席が予約席だったから、うちはたまたま今日はなんとか空きがあったのか。じゃあね、旅の最終日。はい、乾杯。じゃあも乾杯。ママだけビール。たまにはいいんじゃないでも。ちなみに今日は昼抜き夜飯でか来ると。
めっちゃ美味しそうだね。匂いめっちゃいいこれ。食べよう。すいません。めっちゃうまそう。いただきます。酒が進むね。めっちゃ美味しかったらしい。カマンベールチーズ焼きとだしとトマト。ね。これで鶏肉に火が通ったら食べていいっつった。いい感じやね。初切りタンポだね。でもほらあんまりさ、うーちゃんも居酒屋みたいなところに行く機会がないからさ。そうね。なかなか食べとかでもいけないしね。そうそう。普段。いけるかもさ。1個食べても一粒じゃない。一つ。パパ。ほい。まずはメインのきりたんぽから。うまい。お米だね。どうだったうちゃん、きりたんぽ。なんだろお米でしょ。う。お米なの。どう。うまい。うまかった？これ稲庭うどん。これも秋田の名物だよね。いろんなとこにあったよね、稲庭うどん。これも食べる機会なかったから今日。大丈夫だよ。じゃあ意外と綺麗に食べれてんじゃん。うまい。じゃあゆっくりご飯を楽しみます。うーちゃん花火好きやったね。なんか面白い。まさかの花火。アイス白玉ココナッツ。誕生日か。そういえばうーちゃん誕生日だったから。誕生日どうですか。まあ、いつものピッポッキーですね。はい、じゃあ出発します。まずはよいしょ。はい、今ね、土間人でご飯をねいただいてきました。でその前にね温泉も行ったんですけど、土間人の横についてるね角建ての今日はねもうご飯も食べたしお風呂も入ったしね、もうねあとは寝るだけです。はい、お腹いっぱい。きりたんぽも食べたし、お酒も飲んだし。そうだね、きりたんぽようやく食べれたね。あと稲庭うどん、なんだろう、秋田郷土料理をね今日まとめて食べれたんじゃないかな。たまにはね、そう夜ご飯もいいもんだ。そう普段はねあんまりね夜ご飯を食べに行かないからね。そうそう。この旅も夜ご飯は基本的にはずっと車の中で、今日はですねこれからもうね明日1日かけて帰るだけなので、近くのね道の駅に泊まってゆっくり寝てから明日ね、頑張ってまた540-50キロぐらい走ります。はい、ということでねちょっと雨で、見づらいですけども、秋田旅最後の車中泊場所に向かいたいと思います。はい。はい、無事に到着です。今日はでもあと寝るだけです。時刻はまだ8時。何するよ。シャインマスカットでも食べよう。ティータイム。うーちゃんティータイムやる？そうだよ、ティータイムやる。うーちゃんティータイムって何飲むの？それを今考えるんだよ。何があった？何が？何入ってた？何ってキムチと豆腐とわかめ。まあでもなんとかなりそうだね。生卵が使い道ないけど。ない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 。シャインマスカット。シャインマスカット。パパ日本酒。あとはおつまみ何しようかな。ママもシャインマスカット。ということでね、ティータイムやります。パパは日本酒でティータイム。ただいぶりがっこね固まっちゃいました。チーズを入れるだけ。冷蔵庫に入れてたんだけどね、多分冷凍された。これね FF ヒーターのそばに置いて温めます。うちはなんかお手伝いしてるな。そうだよ、偉いでしょ。これぐらいでいい？あ、でも意外ともうこれぐらいしかないのね。晩酌タイム。これぐらいのつまみがいいんだよね。あんまりあるとお腹いっぱいになっちゃうから。まあ、さっき食べたんだけどね。
じゃあ乾杯。乾杯。じゃあ乾杯。乾杯。はい。おいしい。今日も夜のティーパーティーです。晩酌なんだけど。きょうちゃんにとってはティーパーティーです。そうですね。もうちょっと醤油入れてもいいな。これ分かったね。うん。はい、これでね、秋田飲み納めです。じゃあ今日のコメントでもね、今回の全国制覇秋田旅の中で一番良かったところ、ここのシーン良かったねとか、この場所良かったねみたいなところをね、ぜひ皆さんもねコメントで教えてください。でもう一つは動画の旅の中でなんかこういうのね行ってほしいなみたいなシーンがもしあれば、ぜひですねそういう場所も教えてもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ちなみにうーちゃんは今回の旅で一番良かったのはどこ？今日。今日の学校？学校が一番良かったの？ママ生ハゲだな。パパはまあでもやっぱ一番は生ハゲかな。生ハゲ見たことなかったからね、パパも。でも晴れて日にもう一度行きたいのは間違いなく田沢湖。だから天気良かったらまた行きたいね。天気が良かったら本当に行きたかったのは小川半島の生ハゲが一夜で作ったと言われている神社、999階段の神社が実は海沿いにあるんだよ。絶対ハーハーするんじゃん。でしかもこの間の風の中だったらもう大変なことですから、ついに東北は全てコンプリートです。まあそんな感じでまだね行ってない県結構あるので、ぜひですね皆さんのねコメント欄でこういうところもいいよとか、僕らがまだ行ってないところでおすすめのところあればね、ぜひ教えてもらいたいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。旅を振り返りながら。おお。あ、溶けてきた。真ん中のお山があるけどもう食べれるよ。本当だ、だいぶ良くなってきた。ふるさと村の話の続きを。ゆいちゃんなんだかんだふるさと村が一番楽しかったね。でもあそこ本当さ、県内の人多かったよね。でも生ハゲのとこもそうだったよね。秋田南部多かった。秋田って秋田に住んでる人でもその生ハゲが来ない地域の人が見学しに来るのかな。まあそれはあると思うよ。でも逆に今動画見てくれてる人の中で生ハゲ経験した人とかいるのかな。いるのかな。もうぜひコメント欄で教えてください。よろしくお願いします。うちの実家生ハゲ来たよっていう方は多分生ハゲ来たよ、俺生ハゲになったことあるよみたいな。ああ、生ハゲになったことあるよもすごいね。すごい。あれが来る地域の子供たちはね、12月31日はもう怖くてたまんないと思う。私でさえ怖いんだから。中学生ぐらいになってちょっとこう演技をし始めるのかな。なあっつって。で高校生ぐらいになるとちょっとそろそろ自分も生ハゲやんなきゃいけなくなる可能性があるから、よく見始めたかもしれない。今日はね、晩酌。うーちゃんは自分の席。ちなみにこれどれぐらいうーちゃん身長伸びたんだろう。いきます。いった。あ、もう全然ダメだね。すごい伸びたな。こんなになったよ。5歳の頃これだよ。5歳の頃はこう足ついてたのに頭1個分ぐらい大きくなったのか。今もほら。ね、大きくなったね。どうしよう。道理で狭くなるわけだわ。水が引いて。お酒を飲みながら、まだちょっとつまみながらなんか見る。なんか見る。Amazon か Netflix かな今日は。これね意外と使えるんで、スピーカーまで通してあるからこのまま使ってなんか見ようかなと思います。 Netflix はねちょっとね動画映せないからカットです。じゃあゆっくり見よう。今日ももう寝ようかなと思います。またねちょっと今雨が降ってきて聞こえるかな。ずっと雨降ってね。うん、こんな感じ。結構ね雨がこの度ずっと続いてましたが、まあこれも思い出になるでしょう。パパは結構雨音で寝るの好きなんで大丈夫です。じゃあパパ急いでついてきて。ママが来ない間にだよ。パパでもトイレ行きたいの。チーン。いってらっしゃい。うーちゃんがすごい奥まで転がってきます。あ、うーちゃんジョージ。ほい。こんな感じでうーちゃんはものすごく奥にいます。雨降ってるね。うん。黒板から窓見てたら。そうだよ。うーちゃんのお外チェックでしょ。
雨降ってきた。また雨降ってきた。すごいね。明日は打って変わって晴れだね。最終日に晴れると悲しい。帰るだけなの。そんなこんなで秋田旅最後の車中泊、寝ます。寝ます。ジョージは？おやすみなさい。それじゃあまあ朝ですよ。おはようございます。今朝はね晴れてます。晴天です。パパのベッドが奪われる。ママは起きる。うーちゃんは寝ててもいいよ。これからお昼にここで寝るから、うーちゃん。後ろで寝ていいって今言われたばっかり。もう終わって。じゃあこれからねパパは片付けます。あと10分。二人したやつはね、なんか吸い取られるんだけどね、金にボンビにみんなにお金が。でもなんかすごい腹が立ってそのぬいぐるみをですなくてうーってみんなに言われた。こんな感じでこの手前のこれを押す。まあ大体この辺ぐらいかな。であとはここにどんどん乗っけていく。まあこんな感じで全て押し込みます。ちなみにこの状態だったらテーブルはないので広々リビングです。まあほぼ適当です。この辺なんかすごいぬいぐるみコーナー。ポロデンとかはねこっち手前にしといた方が使いやすいから。でこれねカメラ機材機材バッグをねここからこう出せるように。でこの辺もね表から開けられるように。これがいろんなプロジェクターとかグラスとかいろいろ入ってる。で最後ねあそこ開けてあるんだけど、あそこはこれが入ります。このマット後ほどこれを外して上に乗っけるんで開けとかなきゃいけない。これねこれ外れるやつ、そのために開けてます。まあこんな感じで朝片付けのルーティン。もうお布団片付きましたよ。うーちゃんも起きますよ。でもうーちゃん起きてくれないとママ出れないから待ってて。起こさない。ぴゃ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 。見て、落ちさないで。ちなみに朝はこんな感じで上ソリッド、あとコンタクトでこれらをこの中にしまう。こことメガネね、前日にねした洗い物を片付ける。なんか笑ってるみちゃん。こんな感じで車で顔を洗います。ポタ電をねここに置いとくとこんな感じで使いやすいです。朝使うのはママだけだけど、ちなみにここに置いとくとそこにつけ置いた時もケトルが使える。もうひたすら今日はね走んなきゃいけないんでもう準備します。はい、今ね出発しました。で今日はですねここからもうひたすらね帰宅に向かっていきます。まあ今ね秋田県にいるんですけども530キロほどあります。ノンストップではさすがに厳しいかな。前にね神戸までねノンストップで500キロぐらいで走ったことあるけど、まあ多分きついかな。まああとはね渋滞とかねそういうのもね、ところどころあると思うので、まあ安全にね、まずは帰宅しようかなと。このね今見えてるね秋田の雪景色ともね、今日でねさようならです。関東はね、まあ暑いところで25度ぐらい
気温が上がってるみたいなので寒暖差がすごいなと。で見ての通りですけど、今日がね実は一番晴れたという。今回の旅はねずーっと雨でしたので、本当はね晴れた方がね、ゆっくりね回れるところもあったんですけども、まあそれもそれでね思い出でいいかなと思ってます。今日こそ田沢湖だっけ。そう今日田沢湖だったらすごいだろうね。まあとりあえずね今からね高速にまず乗って秋田を出発します。ここね最初の日に来たこれ右側いいよね。これお寿司屋さんもだからこの辺にあったのかな。多分この辺だよね。信号の次の信号を右に曲がるとふるさと村でしょ。うーちゃんの一番印象に残ってたふるさと村です。まさかの今回ねうーちゃん一番印象に残ってたのは美術館という。こうやって見るとでかいよね、あの美術館っていうかあの建物。秋田ふるさと村。じゃあここからね東北自動車道、違うか秋田道かなので、一気にね、高速に入ってまずはね秋田を出発します。出発。さあついにね料金所です。秋田出発します。9時20分秋田出発です。こう帰ったら雪ないからねもうないよかな。岩手県目指して走っていきたいと思います。現在の温度は8度です。まあでもなんかそんな寒くないよね。晴れてるからね。いや雪が綺麗だね。まあでも結構もう溶けてはいるんだろうね。湯田は相変わらずの雪です。ここから岩手のとりあえずね、岩手県に入りました。岩手に入りました。次はね、宮城県目指してね走っていきたいと思います。はい、今ですね、ここ東北道のね、分かれ道下りか上りかって、我々はね今回仙台行きこの上りの方ですね行きます。でこれ左に行くとさらにね下っていくので今度ね盛岡の方まで盛岡抜けて青森ですね八戸の方まで向かっていきます。でこのままずっと下っていくと仙台、宮城県ですねの方に入っていきます。2車線だから走りやすい。はい、今ですね宮城県に入りました。先ほどね一ノ関も通過しまして、今ね金城パーキングのね近くまで来ております。100キロぐらいは走ったのかなもう、多分100キロぐらい。そうでまだね、天気がいいのでねすごい走りやすいです。はい、とりあえずね今宮城県入ったので次はね福島県目指していきたいと思います。今走っているところこの一ノ関から、泉までねの間がなんかね強風注意って出ててかなりね今風に煽られながら走っております。長者原サービスエリアに1回降りてご飯と給油しに行きます。どうしても牛タンを食べたい。風がねすごい。よしパーキング入るぞ。奥の山がすごいね。行きましょう。やってんの？仙台だね。牛タン定食。ふーちゃんはフレンチトースト。ふーちゃんは優雅な朝って感じ。いただきます。はい、経由満タンでお願いします。経由満タンの。はい、経由満タンで。はい。お願いします。残り390キロほど。はい、今ですね燃料入れて、出発です。
ご飯も食べて、ボンちゃんも我らもお腹がいっぱいです。で今ね場所が宮城県の長者原サービスエリアにいました。まだね390キロぐらいありますので、途中休憩もしながら、あとですね先ほどから結構ね風が強くて煽られるので、そこもねちょっと注意しながら走行していこうかなと思います。風強い。ずっと熊のマーク。はい、今ですね、国見パーキングを過ぎまして福島県にね入りました。で、福島県の宮城寄りなので、ここからですね那須の方までなんで、100キロちょっとぐらい走ります。宮城岩手からもかな。雪はねやっぱねもう全然ないです。で、気温もね16度以上ということでかなり暖かくなっております。結構ね同じ東北でもね、気温差があるんだなっていうのをね感じました。時間がねもうね1時47分です。今のところね問題なく進んでおります。このままね引き続き風にはね気をつけながら今度はね栃木の方まで向かっていきたいと思います。約半分半分手前ぐらいまではもう来たのかな。山が綺麗や。あれは何だろうね。まだまだだな。なんかもう車内が暑くなってきたもん。今ですね、福島県の二本松手前ですねで走ってるんですけど、急に渋滞です。だから、この先で、工事してるみたいで工事渋滞ということなので、なるべく早く切り抜けたいです。はい、今ですね、栃木県の方に入りました。もう3分ぐらいで、那須高原サービスエリアですね。もう関東です。意外とね、1回休憩してからはノンストップで来ております。残りもね200キロ切ってるんで、170キロぐらいなんですけども、ここまでねずっと強風です。なかなかね風が収まらない。東北からね関東までずっと風が強いっていうのはなかなか珍しいかなと思って、ここからは、東北自動車道をそのまま進んでいくんですけども、途中ですね岩船かなら辺で、北関東道に入って群馬に入るということなので、ちょっと栃木もね南下してから群馬方面に今度曲がっていくような感じです。群馬までは戻ればねもうゴールしたようなもんというか帰れる道なので、そこまで来るとねだいぶ気が楽です。はい、今ですね岩船ジャンクションを過ぎて、佐野の方に入りました。でこの後ですね足利通って太田まで行くとねもう群馬県です。もうね数十キロぐらいで帰宅できますので、もうこのままね一気に行っちゃおうかなと思っております。無事にねなんとかここまで帰ってきて、ここまで来るとね風も少しあるけどさっきよりも全然マシかな。で、今回ね、僕らのね家族だけ単体でね行った国際派旅はもうね去年の4月以来だったので、おおよそね1年ぶりということで結構ね久々の旅になりました。で今年もですねまだねちょっと落ち着いてないところはあるんですけども、今回みたいなねこういう旅をねもう一度ねゆっくりねできたらいいかなと思っております。はい、で秋田をね振り返ってみると、今回は本当に雨だったね。雨違うな、雪雨か、結構雨が続いてたんですけど、もちろんね旅してる中でも天気が良ければねもっとねこうゆっくり見れたところもあるんですけど、そこはねそれはそれでまた思い出になるかなと思っております。一番のメインはね一応今回は生ハゲ館に行くこと、生ハゲを見るとね秋田に行って生ハゲを見るっていうねそこのミッションに関してはしっかりね達成できて、それはそれで良かったかなと思っております。はい、で田沢湖に関してもちょっとね雨がね結構強くて、なかなかね、ゆっくり見れなかったっていうのと、そこもね今回はねちょっとお預けというかなので、またね次行った時はねゆっくり見れたらいいなと思っております。ただその後行ったね、思い出の片分校につきっては、ノスタルジックな学校であれはあれでねすごい思い出になったし、でその後はね、武家屋敷通り行ったら、それはそれでまた良かったよね、向こうは向こうで、なので、雨がね降ってねそういう意味では逆に良かったかなと思っております。はい、ということで、今回はですね、全国制覇旅、秋田編ということで、
東北ね、これでコンプリートです。で、また次回はですね、ちょっとどこの旅行くかっていうのねまだ決まってないんですけども、今後もですねキャンピングカーで全国制覇旅を続けていきたいと思っているので、ぜひですねまた動画を見てもらえると嬉しいです。はい、ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。次回の動画もよろしくお願いします。無事に群馬入りだね。洗車しないと汚いよ。そう、めっちゃ汚い車、やばい。はい、無事に帰宅です。長かった。はい、時刻はね5時39分です。多分秋田出発したのが9時何分だったから約8時間ぐらい。まあ途中休憩もしたけどね。ご飯とちょっと30分ほど仮眠休憩。そうして無事に自宅に到着です。でまだ5時半なので、予定よりでも早く帰ってこれたね。今日中に帰ってこれればいいかなと思ったけどね、夕方には帰ってこれたから。仮眠しなかったからね、そんな。そうそう、いつも寝るとなんか 1,2 時間ぐらいはそう使っちゃうけど30分ぐらい寝たけどね、あとは全然平気だった。はい、なのでねここから片付けします。はい、じゃあまた、大きな片付けは明日。今日はこまごましたものを持って帰るかな。洗車もして明日は。そう車めっちゃ汚れてっからねマジで、すんごい汚れてるんで洗車もしてきれいにしてまた来週に備えます。じゃあ、無事に到着です。また。ではまた。おまけしんでした。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもしたら、じゃあまたね、バイバイ。